それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、来年2024年に大きな出来事はありますかということで、1年間の運勢を見ていきたいと思います。そして今回は4択占いです。まず全体運、全体の1年の流れ、この中に生活のことやお仕事のこと、お金の流れ、対人関係、このあたりをまとめてみてください。そしてもう一つは恋愛運の流れとして1年間の流れを出していきます。この中には今好きなお相手がいる方も、そしてこれから出会いを求めている方も、恋愛の総合的な運勢としてご覧になってください。では2回に分けて見ていきます。もうすでにこちらにアドバイスカードで出しています。ではよろしくお願いします。あとはタロットカードを使ってスプレッド展開をしていきます。まずは、全体の流れをもらっていきましょう。こちらのタロットカードから9枚カードを出していきます。この9枚のカードから、1年の運勢、そして1番さんにとって良い方角、もし分かればということでもらっていきます。全体の流れを見た後に、後半戦として恋愛を見ていきます。はい、ではこれでもらっていきます。はい、このあたりでしょうか。ではめくっていきましょう。はい、全体の流れを見ていきます。で今回は恋愛と分けているので、恋愛要素一切含めません。ね、ラバーズとか女帝とか出てるんですが、恋愛要素含めずに生活の基盤になるものやお仕事運、お金の流れ、全体的なこととしてご覧になってください。はい、そしてこれ並びとして何月から何月っていう風にちゃんと分けられています。まず年明け見ていきましょう。ラバーズのカードが入っています。とても良いです。コミュニケーションの1ヶ月となりそうですね。ここは1月から2月を表していますので、来年の1月から2月にかけてあなたにとってのテーマがコミュニケーションです。または選択という場合もあるかもしれませんが、今回はコミュニケーションとしてもらっていきましょう。コミュニケーションが円滑に進んでいく時なんじゃないかなと思います。もしここで何かを選ばなければいけないとか選びたいっていう場合は、あなたの心の思う通りにお選びくださいと出ています。悩んだら悩んだままでもいいでしょう。答えをすぐ出す必要はありません。今この時を楽しんでくださいねっていうのが出てきています。健康状態、お金の流れというのもいいでしょう。そうですね、お金の流れ、人付き合いが盛んになるので、その分ね、出ていくところもあるかもしれません。このあたりはお金のことに対しては計画的に進めていきましょう。交友関係が広がっていくとき、楽しい時間がたくさんありそうなので、そうですね、その分お金も出ていくかもしれませんね。ただし、循環してくると思いますので、はい。ちょっとお財布の紐をキュッと締めながら楽しんでくださいねっていうのが出てきています。そうですね、新しい出会いやお友達との遊び、お付き合いっていうのも盛んになっていくんじゃないかなっていうくらい楽しい賑やかな感じが入ってきています。はい。で、次はこちらが3月です。3月エンプレス、とても良いです。あなたにとって実り、収穫になっていくんじゃないかなと思います。または実らせたいと思うような出来事があったり、思いが膨らんでいくようになっていくと思います。このあたりっていうのは、そうですね、健康状態悪くはないんですが、もし、
ボディメイクをされていたりとか、ダイエット意識している方は、このあたりはね、美味しい食べ物がたくさんありますので、その誘惑には注意が必要かもしれません。ただその我慢して食べないとかではなくて、より良いものを取り入れていきましょう。体に質の良いものをね、取り入れていきましょうっていうのが出てきています。またその他にもお仕事とか生活でも潤いっていうのが出てくるので、仕事やりがいがあるとか、生活に張りが出ているとか、そのように感じるような季節となりそうです。3月とてもいいです。ステップアップの時なので、今よりもワンステップアップするような出来事もあると思います。はい、次は4月から5月の間ですね。ここはソードのページが入ってきています。あなたが好奇心旺盛になって様々な物事を捉えてみて、その中から自分の中で答えを出していく時です。はい、計画を進展させる時でもあります。なので周りをよーく見て、あなたは分析しています。これからどんな風に進めていけばいいのかっていうのを計算しているんですね。その上で自分自身が成長していきたいという思いにあふれるでしょう。周りのこと気になるなっていうところも出てくるとは思うんですが、持ち前の要領の良さでここは乗り切っていくでしょう。スピーディーに物事が展開していきそうな感じもします。では次、6月です。このようにね、流れていくので、6月はここですね。6月になるとカップの7番、頭の上でいろんなものが妄想として現れてきます。それは夢、目標かもしれない。まだ現実化していないあなたの願いかもしれないし、迷いかもしれません。様々な思いが交差する中で、自分の頭の中がどんどんと膨らんでいきます。さて、その中にはどんなものがあるでしょうか。いろいろあると思います。あなたが夢見る気持ち、不安な気持ち、いろんな思いを抱えていきながら、その思いにとらわれてしまうっていうようなのが見えています。少し現実を見れていないような、現実から逃げたくなるようなことも出てくるかもしれません。または何かに夢中になって、それに虜になってしまう、生活がおろそかになってしまう可能性もあります。はい。なのでね、ここポイントとしては、現実をできるだけ見ていくためにも、視野を広く持っていけるといいのかなと思いますね。もしね、ここで心当たりが出てきたら、そのままだと心地はいいんですが、はい、ここは現実見れるところを見ていきましょうっていうところで、もし出しすぎてるところがあるんだったら、そこをセーブしたりとか、はい、夢に向かって夢見るだけだとそこから進んでいかないから、現実的にじゃあ具体的にどうしたらいいのかなっていうところを具体的にアクションに起こしていくなどのように策を練っていきましょう。ただこの4月5月のあたりっていうのは、あなたは十分に計画をしている、立てていて行動に移そうとはしてるんですが、行動に移そうとしている反面、考えていることと真逆なことをしているかもしれません。頭で考えている通りに物事が進まなかったり、自分自身が分かってるんだけど動けないとかね、そのようなこともあるかもしれません。なので、そうですね、周りにとらわれて動けないとか、周りのことを考えて計算立ててるんだけど策略通りに進んでいかないとかね、行動に移さなくなったまま頭の中でいろんなことを考え始めていくんです。その妄想が膨らんでいくような流れが出てきています。ただしですよ、ここ7月から8月、夏のあたりにカップの9が入っています。いわゆるウィッシュカード。あなたの願望が一つ成就しますよっていう嬉しいカードが入っています。なので前もって準備しておきましょうっていうのがあるんですね。この年明け早々、あなたの中で嬉しいことが起きると思います。生活に張りが出る、つまり前向きに物事を捉えるようになったりとか、目標を見つけることができて、それに向かって頑張ろうっていう気持ちになれたりとか、はい、新しい趣味ができるとか、人脈が広がるっていう方もいると思います。その流れもできているので、はい、あとはこの願望成就に向けて4月から6月3ヶ月間の間準備して
確実に動いていきましょうっていうのがあるんですね。はい、ここね、かなりポイントです。ここをうまく乗り切っていくと、7月、8月の間、夏の間に願望が一つ成就できるでしょう。嬉しいことですね。目標達成できるとか、来年1年はこれやっときたいなとか、これ買っておきたいなと思うことが手に入ることができるし、満たされる思いになるでしょう。とても満足した夏を過ごせそうです。はい、そして次9月です。9月はワンドのクイーンが入っています。あなたらしさっていうのを発揮するような月、秋なんですが、これをどのように自分を出していくのかっていうところでポイントになってくるかなと思います。はい、もちろん1年を通して体調悪い時もあれば、うまくいってる時もあるし、不安になる時もある。様々波がある中で、その波を自分らしく乗りこなしていくことっていうのをテーマに掲げてみてください。9月からまた新しい流れが始まっていきます。ここでどのように自分が動いていくのかとか、自分をどんな風に見せていくのか、なりたい自分になろうっていう風に思ってね、年始めから動いている方もいると思うんですね。その中で一つ自分ってこういう風にやっていきたい、このように見せていきたいとかね、こんな魅力のある人になりたいっていう思いが強くなってくると思うんですね。なので、不安に思っている時とかうまくいかない時でも自分らしくいられるためにっていうことで、ここを課題に取り組まれていくと、この後良い流れになっていくんじゃないかなと思います。元気がない時でも自分自身を元気づけて癒してあげてください。持ち前の魅力が発揮できる時、思う存分発揮するためにもね、うまくいかないことはもううまくいかないんだって切り替えて、じゃあ次やっていこうとか、もっとより良くしていこうってポジティブに捉えていくといいでしょう。飛躍する月ですね。だからね、身軽になっていれば飛躍しやすいんですけど、暗いお気持ちでいるとドヨーンと沈んでしまうので、沈むってことは浮き上がっていきづらいんですよね。だからドヨーンっていう気持ちからパッと割り切って飛んでいけるようになると良いのではないかと出てきています。はい、そして次10月から11月スターのカードです。喜びを受け取りましょう。ここでうまく自分で飛び上がっていけたから、飛び乗っていけたから、自分自身の魅力を開花することができたから、ここであなたは素晴らしいインスピレーションを受け取るんです。はい、何かね、嬉しいニュースが届くこともあるでしょう。ここもね、あなたが受け取る喜びっていうのが出てきています。とても輝かしいことですね。なので生活、さらにね、潤いが出てきたり、張りが出てきたり、また目標が一つ定まって、それに向かって目指して進んでいこうっていう新しいお気持ちが湧き上がってくる場合もあります。またはこのあたり、秋のあたりですね、周りから人気が出るっていうのが出てきてるんです。もちろん年始めもそうなんですね。この1番をお選びいただいた方、全体運は対人関係が良いですね。人から慕われてモテるでしょう。はい、のように入っていますので、ここで嬉しいお誘い、仕事の依頼だったりとか、新しい仕事始めませんかっていう、ね、話が持ち上がったりとかする可能性もあります。ここは大きいかなと出てきていますね。1年を通して全体的に流れがいいですね。ポイントを押さえていけば、よりよくもっともっとね、受け取っていけるでしょう。ここはギフトを受け取るとき、10月から11月です。では、2024年の年末です。ソードの6番が入っています。ここでまた新しいステージへ向けて、多分あなたの中で2025年に向けて新しく目標を立てるとか、1年の振り返りをしてまとめに入る時期だと思います。そして今この1年を通して好調なんですが、より良い方向へ向かっていきたい、またね、より良い年にしていきたい、2025年ね、もっと良くしていきたいんだっていう思いが強くなっていきます。もしこの間に何か苦しいことがあった場合、課題や問題があった場合は、それらから抜け出す方法っていうのがこの年末までには見つかっていくでしょう。はい、このような全体運として出てきています。そうですね、なんかね、
全体で見てるので、仕事、生活、お金の流れ、対人とかこのあたりで見てるんですが、1番さんは1年間ね、対人関係がすごく良さそうっていうのが出てきています。こちらは現状アドバイスを表すカードですね。ペンタクルのナイトさんです。あなたらしさで構いません。周りと比べる必要はありません。全部のカードとね、照らし合わせて今お伝えするんですが、苦しいことがあっても粘り強く取り組んでいきましょう。時には責任のあるようなお仕事、立場だったりとかね、任される場合もあるかもしれませんが、やり遂げることっていうのを目標にやっていきましょう。中途半端に終わらせる、投げ出すということはしないで、1年間通して頑張ってみようっていう風にね、1年期間を設けてやってみましょう。そうすると必ず実りのあるものっていうのが出てくると思います。はい、そしてあと気をつけたいのが、この春先以降、初夏のあたりですね。4月から5月6月、この3ヶ月のあたりっていうのは迷い不安っていうのが出やすい時です。または夢見がちな部分が出やすいんです。夢を見るのが悪いことではないんですが、このあたりっていうのはすごくね、慎重になりすぎていて動けなかったり、逆に頭の中でいろいろ考えすぎちゃってパンクしちゃったりとかっていうことが出やすいんですよね。はい、ここをどのように乗り越えていくのかって言ったら、粘り強く取り組んでいくことと、あと自分の中の信念というものを貫いていきましょう。自分はこうしたい、これを大切に思ってる、今年1年間はこうやってやっていくんだ、またはこの時期ですね、それか年明け早々に決めたことを4月5月6月のあたりは辛いことがあっても取り組んでいくんだっていう思いを胸に取り組んでみてください。困難に耐えることができれば目標達成は間近ですよってことを教えてきてくれています。はい、ということで全体運のところにはこちらのアドバイスカードが出てきていました。めくっていきましょうと、29番淑女のカード、そして12番オベリスククォーツ、はい、そしてまたトランプやオラクルカードなども出しています。ムーンストーンのカードも出てきていますね。はい、キツネさんのカードも出ています。自分磨きをしたりとかおしゃれすることもいいでしょう。そして自分自身にだけはね、嘘をつかずにいてください。自分の信念を貫くってことは、自分自身に嘘をつかないってことも大切です。あなたの中に答えがすべて眠っています。自分がどうしていきたいのか、悩んだ時ほど考えてみてください。自分軸でやっても大丈夫でしょう。今年1年はあなたが主役になる時、今年2024年ですね、あなたが主役になる時です。そしてこちらのカードは、リラクゼーションのカードです。癒し、回復っていうカードが出てきていますので、疲れたり悩んだりとか人付き合いとかも多いので、人の交差が結構ね激しいんですよ。その中で人疲れしちゃうなっていう時も1年の中でやっぱり出てくるんですよね。でそういう時は自分自身の心身の回復に努めてくださいね。ゆっくりする時間も大切だよっていうのが出てきていました。そしてこちらオベリスククォーツ、ハートの奥にある願望を現実へというワードが入っています。願望成就ですね。このカードもヒーリングを表すカードです。はい、このカードが放つ光のシャワーは心の奥で眠っていた情熱を目覚めさせ、あなた自身を突き動かしていきます。どんな時もあなたが力を発揮できるようサポートしてくれます。思いついているアイデアやキャッチしている感覚に自信を持ってください。大きな一歩を踏み出すことに恐れがあるなら、小さな一歩からでも構いません。ヒントを持っていそうな人に聞いてみる。本や資料から情報を得るなど、できることからやってみましょう。その小さな一歩こそ、新たな世界を大きく開く鍵となるのです。たとえ過去に同じようなことで失敗していたとしても、あなたは学び、進化しているので、同じ失敗が起こることはありません。あなたの大切な思いが現実となるのはもう間もなくです。大丈夫。すべてうまくいきます。はい、このようなメッセージも入っています。ラッキーカラーなんですが、こちらのカードからいただいていきますので、今回ね、この色ね、少し分かりづらいんですが、白だったりとか、オーロラのような色としてお受け取りください。そうですね、
ちょうどね、このような色、ちょっとパールっぽい色でも大丈夫です。はい、そのようにも出てきています。で、あとはですね、このムーンストーンっていうのは、ここはね、蟹座を表しているカードなので、今年1年蟹座の方がキーパーソンとして入ってくる可能性もあります。このムーンストーンというのは、心に穏やかさをもたらし、安らぎを与えます。満月の夜というのがワードとして入っていますので、2024年1年間満月を意識されてみてください。はい、月光浴もおすすめでしょう。そしてチャクラとしては2番と4番のチャクラが入っています。2番は、そうですね、下腹部のあたりですね。生きる喜び、感情、創造、幸せ、このあたりを表しています。下腹部のあたりね、温めたり、お腹に優しいものを食べたりしてください。そして第4チャクラは、ハートチャクラですね。愛を表すカードです。またはリラックスや感謝も表していますので、よりリラックスしていきましょう。そして周りの人に感謝していきながら進めていきましょうねっていうのが出てきていました。はい。そしてでは、良い方角っていうところを見ていきましょうね。全体を通してラッキーナンバーは13番です。トランプから出してるので、この13っていうのをラッキーナンバーでお受け取りください。そして、良い方角っていうのは、そうですね、1番さん全体運どこもいいので、そう全体的に良いんですが、まず東ですね。東が良くて、あとはそうですね、北東もいいでしょう。北東と東、あとは南西。そうですね。この辺りもいいんですよね。北西の辺りもいいでしょう。引っ越しをするのであれば、ここ12月や北の方角がいいでしょう。引っ越しや移動ね、お出かけとかだったら、この、12月や北っていうのを意識してみてください。嬉しいお知らせが届くのは、10月から11月秋、北西のあたりですね。でもこのあたりもすごく良いので、願望成就は7月8月、方角的には南西、そしてこのあたりもいいですね。人付き合い、交流とかね、出会いとかのあたりで行くと、東や北東、春までの間もすごく潤うと思います。はい、この方角や季節っていうのも参考にしてください。ということで、こちらが、1番さんの全体の流れとして出てきていました。はい。では一度これをまとめさせていただいて、次は恋愛に特化して見ていきましょう。それでは恋愛運に特化して今度は見ていきます。こちらのカードは53枚のタロットカードです。では並べていきます。はい、それではめくっていきましょう。ちょっとね、手が当たったらごめんなさい。はい、ではこれでちょっと一度ね、価格を確認します。はい、ちょっとギリギリかなっていうところもあるんですが、もし価格から外れていたらごめんなさい。ちょっとね、カードがね、大きいのでね、これで見ていきましょう。まず先ほどと同じように、この順でこう流れていきます。そしてこれが2024年1月から2月で見ていくカードですね。出会いはあります。そして今好きなお相手がいる方っていうのは安定していると思いますね。このあたりっていうのは。ただし、
ここペンタクル4番なので、もし自分自身の中で何か執着している思いがあったりとか、変化を拒むようなことがもしあるのであれば、またはお相手を支配したいっていう思いに駆られそうなんですね。もしその思いが出てきた時っていうのは、どのようにね、自分自身と向き合っていくのかっていうところで考えていくといいんじゃないかな。うまく自分自身と付き合っていくといいんじゃないかな。支配したいとか独占したいっていう思いが出てきやすい時でもあるんですね。そして変化を恐れたりするところがある。変わらない、できれば変わらないでいてほしいとか、悪いようになりたくないとかね、その思いが強くなっちゃって、その相手のちょっとした変化を受け入れられなくなってしまったりとか、こだわってしまったりとかね、どうして変わっちゃったのとか、どうしてそうするのとかね、どうして近くにいてくれないのとか、そのような思いになりやすい時ですね。ならなければ安定した関係や楽しいデートっていうのもできると思います。そうですね。なんか豪華なデートっていうイメージがあるので、ちょっと高いレストラン行ってお食事しようかとか、豪華なデートしようかっていうようなのも出てくるとは思うんです。あとは自分自身のお気持ちとかお相手の状況にもよるんですけどね、やっぱりどうしても独占したいとかね、自分だけで見てほしいなっていう思いも出てくるので、そのあたりね、どのように向き合っていくのかっていうのもポイントとして年明け早々入ってくるかなと思います。あなたとしてはね、変わらないものが欲しいし、変わりたくないんですよね。仲良くやっていけるんだったらそのままやっていきたいから、自分を不安にさせないでっていう思いから、なんか執着する思いっていうのが芽生えてきちゃうんですけど、あとはお相手との相性っていうのもあると思います、ここのあたりは。そして次3月見ていきましょう。3月ソードのナイトで、4月5月がワンドのナイト、そしてこの6月も、カップのナイトという形でナイトが続いているんですね。なので1番さん、2024年の1年の動きとして、もうこの3月から6月にかけてわーっていう形でもう攻めていくっていう、自分から積極的に、アプローチをかけていく、いろんなやり方でねっていうのが入ってきてるんですよね。時には塩らしくとか、時には思慮深く、時には自分の思う通りにやりたいようにとか、自分の心の思う通りにとか、思うがままにっていう形で、いろんなやり方、いろんな魅力、いろんな側面のあなたを見せていきながら前に進んでいくような流れが入ってきています。すごいですよね。ナイトさんが続いているので、あれやこれやといろんなアプローチ法でお相手に接近していくとか、アプローチしていくっていうのも出てきています。出会いがある方っていうのも、あなたから積極的に話しかけに行ったり、デートのお誘いしたりするんじゃないかなっていうのが出てきています。そして告白を考えるのがだいたいこのあたりですね。6月のあたり、お相手に自分の誠実な気持ちを伝えたいとかね、だんだん動いてはいるんですよ。全部動きのあるカードなので、積極的にアプローチしてみたりとか、いろんなねアプローチ方法をした後、最後にね告白っていうところを考えていくんじゃないかなっていう、あなたの中で大きな決断っていうところが出てくるんです。ただしここ7月8月のあたりは、ここねソードの3番です。あなたの中でやっぱり違うとか、そうですね、反応っていうところに対してね、どうなんだろうって一度立ち戻って考えたりとか、そうですね、ストップっていうところが入ってくるので、ここはどちらかというと前に進んでいくっていうのが出てくるんですが、またここに入ってまた違う流れになっていきます。今度は前にじゃなくて、内にってこもりがちになっていくんですね。自分の中で答えを探し始めていきます。なんか相手に何かを求めるとか、自分を差し出していくというよりは、もう自分の中で、心の中で自分と対話していくカードが出てきていますね。自分自身の心と対話して、そしてより快適に過ごしていけるためにエネルギーを貯めるっていうような期間になっていきます。秋
夏を終えて秋口のあたりは自分の中にエネルギーを貯めていく、外には出していかない。この春先っていうのは外にエネルギーを出していったんですが、ここね、ちょっと一回ストップがかかって自分の中で見つめていきます。10月から11月は良いですよ。ハピネス、幸福感を表すカードが入ってきています。自分の中で何かしらの答えが見つかることによって自分の心が満たされたりとか、そうですね、これもねカップの9なんですよね、タロットカードで言えば。だから1番さんの場合は全体運でも恋愛運でも願望成就のカードが入ってきてるんですね。時期は違えど入ってきてるので、ここ10月11月が願望成就となっているので、確かに紆余曲折はあると思うんですが、自分の中で答えを決めて、ここであなたの中で一つ目標が達成されるとかね、願望成就ということは恋愛において一つ前に進めるっていうのが出てくるんです。関係性が深まるとかねっていうのが出てくるので、ここを乗り切っていけば願望成就っていうのが出てきています。次はここ12月年末のあたりですね。2024年ちょうど1年後ぐらいの間、ここはとても安らかなカードが入ってきています。あなたにとって安定ですね。年明け早々求めていた安定、また違う意味で一周回って安らかで癒しがあって、これぞ安定って自然体でいられるような、そのような意味の安定。こっちはどちらかというと悪くなりたくないとかね、あとお相手が、自分の思う通りに動いてくれたら万々歳とかいいなっていうふうに思っていたり、だから連絡がなかったらもう連絡欲しいから、もうそのような人であってほしいとかね、そのような気持ちが芽生えやすい時期だったんですけど、1年経つとあなたは自然体でリラックスした状態で恋愛を楽しんでいるっていう様子が見えてきています。この願望成就があったからね。ただポイントとしてはこのあたりですよね。はい。7月、8月、9月のあたり、特に7、8月ぐらいが、山場かなというふうには出てきています。アドバイスカードです。ペンタクルキングが入ってきていますね。ごめんなさい。全体運のところ、アドバイスカードはペンタクルナイト。で、こちらはペンタクルキング。で、あなたの中で年上の男性っていうのがワードとして入ってくるかもしれません。この方が話を聞いてくださったりとか、援助してくださったりとかっていう、ね、助けてくれるような存在として入ってきています。キーパーソンですね。または年上の男性、異性ですね。年上の異性にあなたが恋をする可能性もあります。恋をしている可能性もありますし、はい。そして好きな方じゃなくてね、助けてくれる人として年上の男性っていうのも出てきています。またそれ以外で言うのであれば、2024年1年恋愛運を良くしていくために落ち着いて取り組んでいくことっていうのももちろん必要なんですが、時々によって自分の経験を生かす時も出てくるだろうし、そして自分の持ち物を人に分け与える、お相手に分け与えるというか、ね、そういう時も出てくる、サポートしてくる時も出てくるだろうし、その時によってね、リードしたりしてもらったりとか、どっちもどっちだよってことをあなたがこの1年を通してすごく感じるのかもしれません。それがあなたにとって1年学ぶ経験として入ってくるのかなと思います。人に尽くすだけではなくて尽くされる喜びとか、もちろん尽くす喜びっていうのもどちらもあってこそ、関係性が成り立っていくんだなっていうところを強く感じるのかなというふうにも出てきています。はい。なんかこのあたりですね。あと気持ちだけじゃないし、物だけでもないし、どっちも大事だよねって思えることだったりとかね、尽くし尽くされ、ね、愛し愛され、そのようなことも出来事もあるでしょう。はい、このあたりでね、秋ですね、あると思うので、はい、なので年始めのようにね、自分がとか自分がっていう感じで結構前に進んでいくような、確かに一歩ね踏み出していくことってすごくいいことなんですけど、このあたりで何かね自分の中でつまずくというか、
今までやってきたのちょっと違うかもって思いそうな感じなんですよね。それで自分の中でもう一度考えるんです。で、それで、願望成就に近づくので、この夏のあたり1枚ちょっとねもらっていきましょうか。ただ困ったことがあったとしても、常に自分ばかりが行き過ぎていないかとか、あと相手からもらいすぎていないかとか、そのあたりを考えていくといいのかなと思います。はい、ハートの3番、カップの3番ですね。はい、このカードがアドバイスとして出てきています。この3本のバラは豊かさ、そしてお祝い、そして達成っていうのを表しています。3本のバラが揃わなければ成り立たないものなんですよね。お祝いを表しているカードなんですが、これがアドバイスで出てくるということは、気になるのが3という数字が2枚重なって出てきたことなんですよね。そしてリンク性もかなり高いし、コートカードも結構出てきているので、三角関係だったりとか、2人の方の間で迷うとかっていう方もいるかもしれないんですが、どんな時であれそのバランスっていうところで自分ばかりが与えすぎていないかどうかっていうところをもう一度振り返ってみてねっていうのは出てきています。そして何事もね、尽くしてばかりでは成り立っていかないし、尽くされるばかりでも成り立っていかない関係性っていうのがあるから、どうしてもね2人の間距離詰めたいとか、縮めたいだけじゃなくて、2人の関係性において迷うことがあったら、誰か仲裁に入ってくれる人というか、冷静に物事をアドバイスしてくれる人っていうのが必要になってくるかもしれません。その方が間に立ってくれると、より2人の距離が縮まりやすいかもしれませんね。このように入ってきました。何があるのかなっていうので見ていくと、例えば自分と仕事どっちとか、自分と友達どっち優先するのとか、そういうことでも揉めるような感じもしてくるので、はい、自分を一番最優先にしてほしいっていう気持ちが止められないのかもしれないので、そういう時ほど2人のバランスとかね、うまくバランスつかみづらいっていう方は、連絡頻度合わせることだったりとか、お相手に自分の歩調を合わせていくことも時には必要だしね。あとはお相手が合わせてくれればね、より一層いいんですが、この2人のバランスっていうところを見てみてください。はい、では、アドバイスカードもらっていきましょう。ルノルマンカードは26番ブックのカード、そしてパイライト、すべての願いが叶う、そしてラッキーナンバーは6です。はい、6というのをナンバーとしてお受け取りください。あとラブラドライトが入っています。これ32枚あるこのオラクルカードの中の一番最後の、カードです。なので、あなたにとっても来年1年2024年っていうのは一つの大きな節目というか、一区切りつくだったりとか、自分の中で、大きな経験が、積めるような出来事があるとかね、人生の節目になるような、または願望を成就することによって一つ節目を迎えるとか、そのようなことも出てくるかもしれません。これは変革と魔法を秘めた青き虹色と出てきています。宇宙意識の色、宇宙とつながるっていう石なんですね。変革っていうワードが入ってきています。変わることを恐れないでください。そして変わらなくてもいいものを持っておいて、変わるべきものだったりとか、変わる必要のあるものっていうのを誰かに見立ててもらって、そこで自分も納得できるんだったら、ちょっと直してみようかなとか、ちょっとね手放してみようかなとかっていう思いも必要になってくるでしょう。そしてこちらのカードはサソリ座、水亀座の星座を持っていますので、サソリ座や水亀座の方々っていうのがワードとして入ってくるかもしれません。そしてインスピレーションをもたらして直感力、洞察力、創造性を高めてくれるカードです。ぜひあなたの心の中に秘めた力、エネルギーですよね、を出していきましょう。この秋ですね、ここですね、9月。自分の中でエネルギーを貯める時がやってくるので、この秋以降ですね、10月11月ドンとエネルギーを発揮して、あなたが幸運をつかみ取る時っていうのが出てきていました。
はい、そしてチャクラは1番、2番、6番、7番と4つのチャクラが入ってきています。1番はお尻のあたり、第一チャクラですね。そうですね、生命力、そして健康、体のことだったりとか、あとはご自身のベースとなるものを表している部分のチャクラですね。そして第2チャクラは先ほどもお伝えした感情を司るチャクラです。下腹部のあたりですね。第6チャクラは神秘のチャクラと言われていて、インスピレーション、ちょうど第3の目のあたりですね、眉間のあたりとか、このあたりを表すチャクラなんですね。なので例えば頭痛がするとか考えすぎちゃうっていう方は、頭のこりをほぐしていくのもいいでしょう。で、第7チャクラっていうのは頭頂部のチャクラで、紫のチャクラ、これは宇宙エネルギーを表している、自分の体と目に見えない、高次元の世界とつながるチャクラの部分っていう風に言われているので、このインスピレーション、直感力に冴えているっていう一年になるかもしれません。恋愛に対しては好きな人に対してピピピって思うものがあったりとか、なんかね、こう虫の予感がするとかね、なんとなく理由はとかはっきりした、原因を解明していないんだけど、自分の中で何かね、こうした方がいいんじゃないかって思うようなことが出てくる。それが、形として表していくのが秋以降なんじゃないかなっていうのも出てきていました。そしてこちらのにゃんこのカードですね。こちらのカードは信じるっていうカードです。信頼を表しています。トラスト、信じていきましょう。それは一体誰ですか？お相手、そして自分自身。はい、信頼していきましょう。あまり疑ったりとかすることなく、波は確かにあります。特に夏のあたり、ガクッとね、下がるようなことが起きたりとかするかもしれないんですけど、ただその中でも自分自身を信じていきましょう。そしてあなたが好きだと思うお相手なんだから、お相手を信じていきましょうねっていうのも出てきていました。はい、そしてこちらのトランプは6っていうカードが出てきています。これはノスタルジー、過去や懐かしむっていうのを表しているカードですね。前にって出てきた、来年前半と比べて後半っていうのは割とゆっくりと時が流れていくように感じるかもしれません。そして時々一人になった時、特にこのあたりですね、一人になってふとね、自分の心の中と対話したり、あの時ああいうふうに思っていたなとか、お相手を好きになった一番最初に湧き上がってきたあの頃の感情とか、そのようなことを思い出して初心に帰っていくようなお気持ちになるのかもしれません。ただ願望成就のカードが出てるので、ご自身の恋愛成就させていくためにも、今ここの山を乗り越えていく、そのために今準備できることがあるんだったら準備しておいてもいいと思います。ブックのカード、ブックっていうのは2種類意味があって、一つは情報を収集していくこと、いろんな情報を集めておきましょうねって、対策法だったりとか、自分を癒す方法だったりとか。でもう一つはお相手と秘密の恋愛っていうのも表しているんです。で、今このワードでピンとくる方は、その秘密の恋愛っていうのも当てはめて、お受け取りいただきたいんですが、でもそれよりも情報を集めていくことや学びっていうのがワードとして入ってくるかなと思います。これを出会い運として見てる方であれば、前半はあなたがこだわりを捨てて、こういう人がいいとかああいう人がいいっていうのをやめて、もうどんどんと出会いの場に積極的に参加していくことで出会いがたくさん出てきます。ただ夏場ちょっとガクッとね、自分のモチベーションが下がるようなこと出てくるかもしれないんですけど、自分自身の中で答えを見つけていくこと、自分を信じて諦めないことを続けていくと、秋のあたりに良いご縁っていうのが巡り合う、手繰り寄せていけるとか、またはこのあたりに出会った人と交際が始まるっていう可能性もあります。年末はだいぶ穏やかになって過ごしていると思いますね。はい、そしてこちらのカードからもメッセージをもらっていきましょう。ハイライト、すべての願いが叶う。あなたに今黄金の光が降り注いでいます。この光はあなたの願いを次々と実現してくれます。何がしたいですか？どこへ行きたいですか？どんな景色が見たいですか？何を学び、何を分かち合いたいですか？
何を手にしたいですか？どれくらい欲しいですか？どんな人たちとどんな風に過ごしたいですか？あなたの人生にはそれらすべてを叶えても有り余る価値があります。夢を生きるあなたの姿は多くの人に新たな希望を与えることでしょう。思いのまま具体的に望んでください。一切の遠慮はありません。さあ、望みをすべて叶えましょう。っていうね、願えば叶いますっていう願いのカードが入ってきていました。はい、このメッセージもお受け取りください。ということで、この1番さん、全体でも恋愛でも願望成就、ウィッシュカードが入ってきていましたので、かなり好調な2024年となるのではないかと見ています。はい、そしてそうですね、恋愛運の、方角見ていきましょう。はい。あなたにとって良い方角、まず、もし出会いを求めている方っていうのは、このあたりですね、あなたが進んでいく時っていうのが出てきていますから、はい、このあたりは東、南東、南のあたりですね、出会いを求めるんだったらこのあたりです。そしてお相手にね、デートにお誘いするとか、連絡先聞くとか、積極的に動くのも東から南のあたりがいいでしょう。そしてここが一番方角的にいいです。北西です。あなたの願いが叶う時なので、北西、お部屋の中でもね、北西っていうのを意識してインテリアを飾ってみるっていうのもいいと思います。だからバラのカードが出てきたのでね、バラを飾るとかっていうのもいいでしょう。では最後にお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。はい、こちらは、自分自身を許して解放していきましょうっていうカードです。相手から鳩、鳥がハートを持って飛び立っていこうとしていますね。あなたの手から今自由にあなたの思い、気持ち、願いが飛び立とうとしています。なので自分自身の思いをぎゅっと閉じ込めることもしないで飛び立っていきましょうね。飛んでいきましょう。これは全体でも恋愛でもどちらも同じように共通メッセージとして入っています。解放っていうのがワードですので、こちらもお受け取りください。今回は来年2024年に大きな出来事はありますかということで、全体と恋愛とジャンルを分けて1年の流れっていうのを見ていきました。こちら以前アンケートをいただいて2番目に投票の多かったものとなります。はい、1年の流れなのであまり深掘りはできなかったんですが、こんな感じなんだっていうことで時々振り返ってご覧になってみてもいいと思います。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、来年2024年に大きな出来事はありますかということで、以前アンケートを取らせていただいて投票数第2位となったこちらのテーマを取り上げていこうと思います。よろしくお願いします。今回は4択占いです。そしてこちらは、2回に分けて見ていきます。1回目は全体運で、2回目は恋愛と分けて見ていきます。で、恋愛は恋愛で見ますので、お仕事のことだったり生活のこと、お金のことっていうのは全体の流れとしてお受け取りください。では早速シャッフルして並べていきましょう。9枚タロットカード出していきます。その中から1年の流れというものを見ていきます。そしてもうアドバイスカードはすでにこちらに出してあります。はい、こちらからもらっていきます。では、見ていきましょう。これ月ごとというか、時期ごとに分かれています。
ここからスタートして、このように一周していきます。これは1月から見ていきますね。2024年1月2月、スターのカードが入ってきています。あなたにとってギフトを受け取るときっていうように感じてください。嬉しいことを感じられることあるんじゃないかなというのが出てきています。年明け早々、いいですね。幸先の良いスタートを切っています。はい。ここであなたの中で、何かね、湧き上がってくる思いとか、発想力とかっていうのも、連想されて出てくるので、アイディアを生かして何かやってみたいとか、形にしたいと思うようなことが出てきたりとか、またこれ恋愛要素一切抜いてみていますので、あなたにとって親友とも呼べるような人との出会いがあったり、お仕事でのご縁があったりとか、嬉しいことがたくさんありそうですね。大きなことがドンとやってくるのか、もう嬉しいことが、小さなことが次々とやってきて、毎日ハッピーって思えるようなことにつながるのか、いずれの形にしろあなたが受け取るっていうような、そういうイメージで入ってきています。そして次、これが1月2月の話なので、ここが3月になります。3月になるとカップの5番なので、自分の中でうまくいかないなって思うようなことが出てきたりとか、そうですね、なかなか抜け出せないなとか、あとは失ってしまったっていうようなお気持ちになるんですよね。満たされていたんだけれども、3月になると何かが足りないとか、持っていたんだけどなくしちゃったような気持ちとかね、そのようなことに、お気持ちがなっていくし、ここですね、4月5月のあたりっていうのもソードの9が入ってるので、自分のせいなんじゃないかって自分で自分を責めすぎちゃうんですよね。必要以上に責めるんです。だからかなりメンタル的に崩れるんじゃないかなっていうのがこのあたり出てきています。そして、自分のことを責めちゃって、悩んじゃうような感じが入ってくるんですが、6月になると一気に世界が広がるんですよ。ワールドのカードが出てくる。気持ちが楽になるんじゃないかなっていうのがこの後の流れでも出てくるんですね。何かのきっかけがあるのかもしれないし、自分自身の中でもうね、自分自身のこの迷いから解放されたい、楽になりたいとかって思うのかもしれない。必要以上に自分を責めなくなるんじゃないかなと思うんですよね。周りのことを気にしたりとか、自分に自信がなかったことから抜け出すんです。自力で抜け出すのかもしれないなっていうのが出てくるんですね。誰かの助けとかっていうよりは、自分の中で悟りを開くような感じがします。だいぶ楽になるんですよね。割り切ることができるというのか、それとも切り替えができると言えばいいのか、あなたの中で何かしらの自分の中でね、すっと重い荷物がストンとなくなるようなことが6月出てきます。気持ちの変化だったり、環境の変化っていうのもあるかもしれません。ガラッと大きく環境を変えるのかもしれないですね。6月のあたりがターニングポイントです。はい、そしてこの後の流れっていうのは順調に流れていきます。そして7月8月夏になっていくと今度は自分の世界をもっと広げていきたいとか、そうですね、なんか区切りがついてだいぶ気持ちが楽になったから先のことが見れるようになったとかね、将来考えられるようになったとか、思い悩んでいた自分と卒業して新しくなっていきます。ここは9月のカードですね。ソードの6番も入っているので、ここ何かしらの移動があったりとか、ご自身の中でも切り替わりっていうのが入ってきます。あとこの2番さんの場合は全体運で海外っていうワードも入ってくるので、海外に通じるご縁とかも広がっていくかもしれません。ここもそうなんですけど、あなたの世界が変わっていくっていうようなのが入ってきます。職場が変わるとか、住居が変わるとか、環境が変わっていくような、より良いものになっていくような流れになってきています。そしてこちらが10月11月ワンドのページ3です。
このあたりになってくると、このね、春先に感じていたドヨーンとしていた思いがもう完全になくなっていて、切り替えで新しいエネルギーとか、そうですね、生命エネルギー、活力、自信っていうものがみなぎるようになってきます。交友関係も広がっていきますし、あなたの魅力がこれから新しく周りの人たちに知ってもらえるようなチャンスっていうのもやってきます。はい、なのでやっぱり場所が変わるとか環境が変わる方多いんじゃないかなっていうふうに見ています。そして2024年の12月年末のあたりはワンドの7番です。なんかね、くじけるようなこともあったんだけど、この6月を境に切り替えて新しい環境で取り組んできてよかったなって思えるような結果が一つ残せたりとか、今まで諦めないで頑張ってきてよかったっていうふうに思えるような、そのようなまとめの月となりそうです。1年を振り返ってあなたは考えるんです。対立があったり、周りから責められたりとか、例えばね、周りのこと気にして動けなくなっちゃったり悩んじゃったりとか、人間関係について悩むようなことも最初あったんだけど、でもこうやって一周回って1年経ってみると、なんかね、いろんな人たちに支えられてきたこともあったんだなとかね、批判されるばかりじゃなくて、自分の中で掴み取ってきた成果や成功、ね、そのような経過、っていうのも感じられたなっていう風に振り返ってね、感じるんですよ。掴み取ったものもあったって、負けないで頑張ってきてよかったっていう風に思えるようなことがあると思います。はい。なので2024年の年末あたりというのは自分に自信が戻ってくるっていうような、そんなイメージが入ってきますね。はい。多分環境的な変化も大きいと思うんですが、でもあなた自身が自分で立ち直ったからだよとか、自分で自分の英気を養ったからだよっていうのが入ってくるんです。どん底にもしあなたが落ちてしまったとしても、そこから自分の力で這い上がってきたんじゃないかなっていうのが感じられますね。ではこちらです。この真ん中のカードがアドバイスカードでもありますね。はい、現状でもあり、アドバイスを表すカードでもあります。ソードの4番です。無理に動かなくても大丈夫です。はい、いろいろなことを、自然の流れに身を任せてもいいでしょう。そして動きたいと思った時に動きましょう。動きたくないと思う時は動かなくてもいいです。言いたくなければ言わなくてもいいし。っていうところで、はい、エネルギーを貯めていく回復を表すカードですね。立ち止まってもいい、思い悩んでもいい。でも自分自身を癒して回復していきましょう。ね、いつまでもね、いろんなことに傷ついてばかりもいられなくて、明るくなっていきたいじゃないですか。ね、だから自分自身の生命エネルギーの回復に努めていきましょうっていうことです。はい、そうするともう年の末あたりにはエネルギーっていうのが活性化されていきますので、あとは要所要所で決断することっていうのも出てくると思うんですね。環境を変えるとか、人間関係をガラッと変えるって方もいるかもしれません。連絡先を変えるとかねっていう方もいるかもしれないので、それを決めるのはあなただからねっていうのが出てきています。はい、ということでアドバイスカードもらってきます。その前にですね、方角見ていきましょう。良い方角として見ていきたいです。まずここですね。北東。ここがいいです。そしてここもすごくいい。南です。この辺りとかもすごくいいんですけど、もしね、言うのであればこの2つかな。北東と南。この辺りもいいので、南、西、北の辺りもいいんですが、ここだけ注意する、方角ですね。東と南東の辺りは、ちょっと、お気をつけくださいということで、それ以外の方角っていうのは良い。特に移動するのであれば、西か南の方に移動していく、旅行するとかね、引っ越しするとかっていうのもいいでしょう。はい、この辺りでお受け取りください。ではアドバイスカードです。25番の指輪のカード、クォンタムクワトロシリカ。この水色のような色をラッキーカラーとしてお受け取りください。ラッキーアイテムは指輪ですね。まんま入ってきています。
はい、そしてラッキーナンバーは13番です。1年を通じて13っていうのを、アドバイスとしてお受け取りください。あとここにリーダーっていうのが書いてるので、ただしこの他のカードを見ていても、あなたがリーダーになっていくというよりは、このリーダー的な方が大きく左右してくるような可能性が高いんじゃないかなと思います。あなたがみんなを引っ張っていくというよりは、引っ張ってくれてる人にあなたがついていくんだけど、そこでなんか左右されるような感じがする。悩みの種は職場の上司だったりとか、自分の両親だったり、目上の方っていうのも入ってきますね。はい。なんかこのキーパーソンとして入ってくるかもしれません。または逆に頼れる存在として出てくるのかもしれませんねっていうのがあります。そしてこちらのにゃんこのカード。これは忍耐を表すカードです。苦しいことがあってもぎゅっとね、忍耐して耐え忍んでいきましょう。で、冬場を過ぎていくと、厳しい寒さを過ぎていくと暖かい春がやってくるので、はい、時間とともに辛い環境とか障害っていうのが過ぎ去っていきます。乗り越えるっていうよりは過ぎ去っていくっていうようなイメージが強いかなと思いますね。そして指輪のカードも出てきています。契約が新しく取れるっていうのが入ってくるので、新しい引っ越し先にね、お部屋借りられるとか、事務所とか仕事場かもしれません。なんかね、契約が取れるっていうのが入ってきます。あとは人と人との約束、お友達やご家族との約束をしっかりと守っていきましょうっていうのが、あなたの方が気をつけていけばいいのかなと思います。相手に約束破られるとかではなくて、あなたが人と人とのご縁を大切にしていくと、助けてくれる人もたくさん現れてくるんじゃないかなっていうのが出てきていますね。そしてこちらのオラクルカードも見ていきましょう。メタモルフォーゼクォーツ。メタモルフォーゼ。はい。なんかね、ドキッとするようなワードが入っていますが、これも、変化と移行、自分らしさに気づくというワードが入ってきていますね。変化、そして魂の浄化と再生とあります。こちらは星座として蟹座と魚座が入っています。この星座をお持ちの方がラッキーパーソンとして入ってくるかもしれません。新しい自分へ変容する移行をスムーズに導くカードです。はい、魂の浄化というふうに言われていますので、回復再生のために浄化作業を行っていきましょう。自分の心がクリアになるものやリセットになるようなもの、気分転換になるようなものもいいでしょう。はい、このようなワードも入ってきています。そしてあとはこちらですね。このカードは幸せの循環を表しています。あなたは今までたくさんの人に多くのことを与えてきました。しかし、いざ自分に何かがもたらされるとき、罪悪感や遠慮を感じることはありませんか？周りを見渡してみてください。あなたの幸せを願う人たちがたくさんいるはずです。そしてその人たちは、あなた自身も幸せであってほしいと願っている存在です。プレゼントは遠慮せずにありがとうと受け取りましょう。すごいねと言われたら、そんなことないよと言わずに、にっこり笑って受け取ってください。幸せとは与えながら受け取ること、受け取りながら与えることなのです。その幸せの循環の中にあなたが帰る時が訪れています。このカードはあなたが幸せになる準備ができたことを知らせてくれています。はい、幸せは循環していきます。幸せになってほしいとあなたが願っている人がいますね。その人たちは同じようにあなたにも幸せになってほしいと思ってくれています。はい、2024年の全体の流れとして全体を見ていきました。浄化や回復、そして約束、契約っていうワードが入ってきていましたね。はい、年明け早々嬉しいことがあるんですが、春先にかけて少し思い悩むようなことが出てきたりとかすると思うんですね。ただしその中で自分自身浄化作業だったり回復を行っていくことで盛り上がっていきます。持ち上がっていって
自分の中でまた新しい世界を作っていけるというかね、もうこの場所じゃなくて自分は次のステージに行くんだっていうようなお気持ちで、新しい世界がこの後半出来上がっていくような流れになってきていました。はい、では次恋愛を見ていきましょう。では恋愛運はこちらのカードからもらっていきます。また同じようにシャッフルして9枚カードをもらっていきます。はい、これでもらっていきましょう。流れは先ほどの全体運と同じような流れになっていきます。ここからスタートしていきます。2024年1月2月の運勢としてムーンのカードです。はい。年明けはまだ恋愛に対して不安が残っていたりとか、まだ相手の気持ちが見えないとか、自分自身がどうしていいかわからないとか、迷い、悩み、不安の中にいるような感じですね。まだ明るいところには出ていかないっていうようなイメージが入ってくるので、秘めた思いだったりとかね、まだ告白っていうところまではいかない、好きなお相手がいる方は、で出会いで見てる方も1月2月のあたりはまだその明るいパッとしたような、なんて言うんでしょう、あなたの心が躍るような、そのような出会い運っていうのはまだないかなっていう感じはするんですけど、ここ3月になってくるとラバーズのカードが入ってきています。はい、こちらのカードですね。はい、もう手に取ってわかるかもしれませんね。はい、すごく愛を表すカードですね。お互いを愛しているよっていうカードが出てきています。なので、見えないこととかわからないこと、不安なこととかが何ヶ月、1ヶ月、2ヶ月、1月、2月と出てくるかもしれないんですが、そこからガラッと変わって3月になると、好きな方と結ばれるとか、そうですね、ときめくような出会いがあるとか、結婚とかね、そのような進展するようなことが出てくると思います。真実の愛っていう恋愛運を見ているこの9枚で愛を表すカードが入ってるので、1年の中でここをすごくいいと思います。そうですね。で、そしてただしこの後ね、タワーになっていくんですね。この2番をお選びいただいた方、5枚、9枚中5枚が大アルカナで入ってきています。かなり激動があるのかなっていうようなイメージで出てきています。アップダウンがあるかな。その大アルカナでも例えばものすごくね、前に行ってエネルギーを出しているような、カードだけじゃなくて、陰のカードも出てきているので、だからね、アップダウンがあるんじゃないかなっていうのが出てきています。で、そしてこれが4月5月がタワーです。タワー、何かを警告してるんですよね。ここ何か注意が必要だよっていうのが出てくるので、ちょっと1枚カードを足していきます。タワー、そうですね。このカードは警告を表しています。何か恋愛についてっていうことは言えるんですが、もう少しちょっと他のカードを見ながら見ていきましょう。ここ注意が必要です。6月になってくると、ここはワンドの7番。どんなことがあってもあなたの心、心身のことですね。あなた自身に栄養を与え続けてあげてください。お花を枯らすことなくね、水をあげ続けてくださいねっていう、継続して頑張ってねっていうような、応援してくれるようなカードが入ってきています。そしてこちら7月、8月、これもね、努力を表すカードですね。一生懸命この人弓を引いてる、アーチェリーをしてるんですけど、これ練習時間たっぷりとって、この方は
一生懸命練習してるんだよっていうところを表しているので、ここも時間をかけて努力しましょうねって、なんかこのあたりになってくると、継続させていくためにも、その諦めないで努力して自分自身に自信持ってねとか、あと栄養与えて決して腐らせないでねっていうような感じで並んで入ってきているんですね。踏ん張り時、継続していくために、なんかね、挫折しそうになるかもしれないんですけど、でももったいないよって言ってるんですよね。ここでもしくじけてしまったら、この嬉しいことせっかくあったのにもったいないから、なるべく頑張って継続させてっていうような流れで入ってくるんですね。ということは、あなた自身がくじけそうになったりする可能性が出てくるんですよね、このあたりで。3月です。4月5月ですね。で、なので、諦めないで頑張ってって、辛いことがあっても積み重ねていくことが大切だよとか、関係性を育んでいくことがここ必要になってくる、時間かけるんだよってことが出てきています。次はここ9月ですね。そのような夏を乗り越えて、では秋口9月になるとどうなっていくのかっていうのを見ていきましょう。新しい発見っていうのが出てきています。お誘いを受けてるようなイメージ、絵柄で入ってきてるので、出会いで見てる方はここも出会いがありそうですね。自分磨きをしていって新しい出会いっていうような流れもあります。でね、その好きなお相手で見ている方でも、ここでデートのお誘いがあったりとか、相手の方から声をかけてもらえるっていうようなところが出てきています。そしてここですね、10月11月、自分自身で目標を定めて、それに向かって乗り越えていくんだっていうようなお気持ちになる。自分で立って目標に向かって走っていくぞっていうようなお気持ちになっていくんですね。なぜかといったら、継続して頑張ってきたら嬉しいお誘いがあって、お声掛けがあって、よっしゃまた頑張ろうっていう風な気持ちが盛り上がってくるからですね。そしてここが年末です。2024年12月、ハーミットのカードが入っています。自分で頑張ろうって思うんですが、どちらかというとこのあたりって恋愛職よりもお仕事モードなんですよね、このカードっていうのが。はい。ただし今これ恋愛として見てるので、やはり仕事のカードとはいえ、自分の恋愛の中で何か決めて動こうって思ったりとか、決断っていうところが出てくると思うんです。そして12月はそのことについて自分の心の中で考えるような期間ですね。じっくりと考えるっていうような流れになってきています。なのでこうやって見ていくと、2024年はこの3月っていうのがかなり大きな盛り上がりが出そう、ありそうなんですけど、すぐにね、ここ何か注意喚起が入っているんです。その後は粘り強く取り組んでいて、じっくりと時間をかけながら自分の中で自分の心を見つめて答えを探す旅に出るとかね、そのような流れになっていくのかなと思います。そしてこちらのカードですね、アドバイスカードです。強行のカードですね。見かけ上のこと、表面上で起きる出来事は必ずしもその通りではありませんっていうカードなんですね。見かけだけじゃない、目に入ってくる情報や耳から流れてくる情報だけが全てではないので、その真実を見抜くためにもあなたは自分の、真実を見抜く力を養うのかもしれません。この年末のあたり、真実を見抜く力、自分自身の心を見る力をつけていきましょうねっていうのがアドバイスカードです。強行のカードなので、逆にアドバイスくれる人とか助けてくれる人いるのかなって思うんですけど、このカードの意味はその表面上だけが全てではないよっていうのが出てるんですね。アドバイスでこれが出てるということは、1年を通して見かけだけじゃないよとか、でパッと見た時の印象だけじゃないからね、深くよく見てっていう風に言われてるんです。多分ここにも通じてると思うんです。誤解を招く可能性がある、もしくはあなたが誤解をする可能性もあるので、パッと見ただけで判断しないで深く見ていってねっていうような流れで出てきています。そしてね、先ほどのタワーの深掘りでこのカードが入ってるので、これ魅力を表すカードなんですよね。これは
どうかなと思うんですが、ライバルの出現、もしくは自分自身の魅力についてあなたが悩んでしまったりとか、例えばね、年の差恋愛だったりとか、でこのお相手、ね、私よりもお似合いの人いるんじゃないかなって途中で思い始めてしまったりとかっていう可能性もあるんですよね。ただし年齢とかって見かけじゃないですか。外見もそうですよね。外見って目に見て入ってくる情報だから、それじゃあどうやって塗り替えればいいのって言ったら、自分磨きすることってここに入ってるんですよね。鍛錬積んでくださいって、自分を磨いて枯らさないでって、栄養を与えてっていう風に入ってきてるので、外見を磨くとか、外見だけじゃなくて内面じゃないっていうところも出てきているので、自分磨きっていうところで自分に自信をつけていくことだったりとかね、余計なところで自分のことを自信なくさないでくださいねっていうのも出てきているかなと思います。もしね、このお相手は自分と、ね、自分が不釣り合いなんじゃないかとか、自分に自信がもしなくなってしまっている場合は、決して自分に自信なくすことなく、かといってね、自分磨きも怠らずね、頑張っていけば大丈夫よっていう風に出てきています。はい、何かあるのかな、ドキドキするなっていう風な、そわそわするなっていう気持ちにもなるんですけど、どんな時でもね、自分がお相手を好きだっていうお気持ち、これを貫いていきたいって思う限りね、貫いて育んでいってくださいねっていう流れになってきていました。では、アドバイスカードもらっていきます。そうですね、アドバイスカードの前に方角見ていきましょう。まだお伝えしていなかったですよね。危険な方角というか、注意していただきたいのは、やはりここ全体運の時でもこの辺り出てきていましたね。南東です。これは注意が必要ですね。そしてこの辺りいいんじゃないかなっていうのが、まずここですね、東です。東がすごくいいかなと思います。はい、今回東だけで取っていきましょう。そしてあとはアドバイスカードをもらっていきます。はい、ラッキーナンバーは5番です。恋愛は2024年5っていう数字を参考にしてください。そしてフローライト、あとは、アベンチュリン、子供のカードも入っています。遊び心を忘れずにいてください。あなたらしくいてくださいね。遊び心があるのがあなたの全てですっていうわけではなくて、息抜きしたりとか、ね、途中でガス抜きしたりとか、休憩も必要になってきます。嫌なことがあってモヤモヤしてる時でも、なんかこうパッとね、切り替えられるような、リラックスできるような、自分らしさを取り戻せられるような手段、方法っていうのも身につけておきましょう。そしてこちらのフローライトの、カードですね、活性化を表しているカードです。これは魚座のカード、魚座が入っているので、この星座をお持ちの方がラッキーパーソンとして入ってくるかもしれません。これは、グリーンは癒し、そして紫は精神性と芸術を表している色です。心を開いて直感をキャッチする力を高めていきましょう。潜在意識を引き上げて判断力や分析力を活性化し、良い方向へ変化させていきましょうっていうメッセージがあります。はい、自分の心を見極める力とかね、真実を見抜く力っていうのを養っていきましょうっていうのが入ってきていました。その他にも見ていきましょう。チャクラとしては4、6、7です。先ほどの、全体運でチャクラお伝えしていなかったかもしれません。申し訳ありません。こちらは2、6、7なので、まず第2チャクラからお話ししていきましょう。第2チャクラというのは下腹部のあたりを表しています。はい、ここは、生きる喜び、感情、幸せを感じるチャクラの部分ですね。下腹部今弱いなって、傷んでるなっていう方とかはケアをしてください。で第6チャクラっていうのは眉間のあたりのチャクラで、第7チャクラは頭頂部を表すチャクラです。第6チャクラはインスピレーション、直感力を表す部分で、第7チャクラは見えない世界とつながる部分と言われています。
工事の存在とつながる部分のチャクラですね。で、この第6、第7っていうのは頭とか眉間とかのあたりなので、頭痛するとか目が疲れてるっていう方はこのあたりを癒してもいいと思います。この恋愛のところでも第6、第7と出ていたので、かなりこの頭の部分っていうところ入ってきてるかなと思います。考えすぎちゃうんだよねとか、すぐ悩んじゃうんだよね、思い悩んじゃうんだよなっていう方は、頭を柔らかくしていくことも意識してもいいと思います。そして恋愛運では第4チャクラも出てきていました。これはハートチャクラ、心のチャクラなので、愛情、そして感謝することや自分自身リラックスすることを表している部分です。はい、自分自身に感謝してくださいね。自分をいたわっていきましょう。と、そのようなメッセージも入ってきています。そしてこのにゃんこのカードは冒険を表しています。自分自身の、そうですね、冒険していく、多分このあたりだと思うんですよね。1年の中で言えば9月のあたりです。このあたりにはワクワクする思いとかが出てくると思うんです。10月、11月のあたりもかな。これやってみたいなって思えること。なのでこの秋のあたりには自分の息抜きの仕方っていうのが明確に出てきている、作られているのかもしれませんね。はい、冒険する気持ち、ワクワクする気持ちを忘れないでねっていうメッセージも入ってきていました。そして恋愛のラッキーカラーは緑です。そうですね。あなた自身も大自然の一部です。地球の一部です。ありのままの自分でいてください。無理に自分を変えようとしなくてもいいです。美しく輝く緑の風があなたのハートにそっと吹き込み、自然体になれるようにこのカードはサポートしています。ストレスが中和され、勇気が必要な時は、あなたの内側からナチュラルにパワーが湧き上がってくるでしょう。この穏やかな状態こそがあなたの本来の魅力とエネルギーが発揮される時なのです。忙しい時や苦しい時、また頑張ろうと力を入れるのではなく、自然体のあなたに帰るようにこのカードにお願いしてください。というメッセージをいただきました。で、緑っていうのも取り入れてみてくださいね。そしてお選びいただいたオラクルカードから、全体を通して来年1年のメッセージをお受け取りください。自然とつながるっていうカードです。直接木や植物に触れることで自然を感じてもいいですし、画面見たりとかね、自然に触れるのが難しいよっていう方はテレビやスマホから流れてくる大自然の映像を見ることもいいでしょう。これと少し、似たようなメッセージ性がありますね。あなたが地球の一部、自然の一部であるっていうことを感じてくださいねっていうことです。いつも健やかな木でいられるように自分自身に栄養を与えていってくださいっていうメッセージでした。なので来年1年間は全体も恋愛も全てを通してあなたが自分自身に栄養を与えていく時なのかもしれません。今回は2024年に大きな出来事はありますかということで投票いただいた第2位の、テーマを取り上げて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、来年2024年に大きな出来事はありますかということで、全体と恋愛運に分けて見ていきます。ではよろしくお願いします。はい、これは、以前アンケートをいただいて、投票数2番目に多かったものを採用しています。ではタロットカードスプレッド展開で見ていきます。
はい、それでは見ていきます。はい、このあたりでしょうか、価格は。そしてこれは全体で今出しているので、恋愛要素一切含みません。恋愛は後で見ていきますので。で、ここにアドバイスカードすでに出しています。で、今回のスプレッドはここからスタートしていきます。2024年1月から季節ごとに回っていって12月で終わっていきます。そして良い方角っていうのも見ていきますのでよろしくお願いします。で、真ん中のカードはアドバイスカードです。ではまず、年明け1月から2月を表すカードですね。ペンタクルナイトが入ってきています。で、全体的に今見ていて感じるのはお仕事運っていうところでかなり強めに入ってきているかなと思います。で、見ていきましょう。なんかね、この年明けはお仕事すごく頑張るよっていうのが入ってきています。多分お仕事のことやお住まい、住居のことなんじゃないかなと思います。かなりこの生活の基盤作りっていうところで、よりステップアップするためにとか、より自分を安定させていくためにとかね、そのようなイメージで入ってきます。ここはちょっと自分の信念を貫いて責任ある行動をとっていこうっていうような感じで入ってきますね。なので生活は節約していきながらも堅実に貯金していくとか、そうですね。現実的に物事を捉えて動いていくような、イメージで入ってきます。なのでお仕事いっぱい頑張る、一生懸命頑張るよっていうようなイメージで入ってきますね。より安定させるんだって、生活を安定させていくんだっていうような形で入ってきます。で、それが3月ね、ペンタクル、ナイト、キングっていう風に出てくるので、ここ昇級するんじゃないかなっていうのが出てきています。お住まいのことでも、引っ越しをして、より良いお部屋に住むとか、お家建てるとかっていう方もいるかもしれません。お仕事で昇給して、ここ3月なので、年度の切り替わりで、役職つくとかね、そういう方もいると思います。または、役職が上がるっていう形で、成長してる姿がちゃんと現れてるんです。努力の結果、自分が掴み取った大きなもの、立場とか地位とかっていうのも出てきています。はい。なので、このあたり金運の流れとしてもいいと思いますね。あとは次、ここですね。4月、5月のあたりです。デスのカード。切り替わり、何かがね、変わっていく節目ですね。1年の中でも大きな節目として、この4月、5月のあたりっていうのが出てきています。そしてこの節目を迎えた後の6月っていうのが、ソードの8なので、自分自身がんじがらめになって動けないっていうような状況で、今まで頑張って積み上げてきたものと打って変わって、今度は思う通りに動けないっていう、苦戦するよっていうのが出てくるんですね。ただその中でも夏場頑張って諦めないで取り組んでいくんだって、なんか苦しいことがあったり動けないこと、詰まるようなことがあったりしても、流れを良くさせていこうと思って奮闘していくんだっていう、諦めないぞっていうカードが出てきています。その頑張った甲斐あって、ここ9月ですね、様々な面でバランスが取れていきます。で、少し気になるので、このあたりで一回心身のバランスを取るためにも息抜きをしたりとかリフレッシュしたりすることがおすすめです。なんかここまでね、絶え間なく頑張っていくっていう流れが入ってくるんです。うまくいかない時があっても、自分頑張るんやっていう感じでわーっていう勢いがあるので、もちろん外部的要素で、切り替わり、節目とか何かね、責任をより感じるような出来事っていうのもあるかもしれません。役職が上がることによって、よりみんなのこと見ていかなきゃいけないとか、よりね、責任感を感じるような出来事があるから、逆に、ステップアップしたけど、こっから先どうしようみたいに詰まるんだけど、諦めない気持ちがあるから、これから整っていくねっていうような流れになってきています。ね、多分この春4月5月のあたりはあなたの中でも大きな節目っていうのが出てきますね。そうですね。
ただなんか転職するとか仕事が変わるっていうよりは、なんか同じ会社なんだけど役職が上がるとか部署が異動になるとか、そのようなイメージで入ってきています。業種が全く変わるとかそういうことはないんじゃないかなと見るんですけど、こちらが10月11月ペンタクル8です、ね、この3番さんはかなり確実に物事がどんなことがあったとしても、苦しいことがあったとしても諦めずに堅実に進んでいくっていうようなのが出てきています。2024年の流れですね。10月11月はあなたがまたお仕事で成果を残すとか一生懸命頑張る姿っていうのが見えています。貯金っていう可能性もあるんですね。お金をしっかりと貯めてって、受け取った分しっかり貯めておくよっていうようなイメージもあります。そしてお仕事カードで言うと職人のカード、プロになっていくっていうカードなので、ここでもねキングになっているんですが、新しい環境でも頑張っていって、あなたはまた一つ道を極めたり資格を取るっていう方もいるかもしれません。かなりねここは、どれだけ自分の頑張りが形となって現れていくのかっていうのがテーマ、あなたの中でテーマにしてるんじゃないかな、目標にしてると思います。数字にちゃんと出したいとか、目標に達成させたいとかね、仕事、生活、お金のあたりですね、出てきています。健康面もいいでしょう。はい。そしてここが12月です。12月がデビルのカードが入っています。誘惑を表すカードですね。そのあなたにとって今までコツコツ頑張ってきて逆境にめげずに取り組んできたんだけど、ここで何か乱れるような、乱れるというかね、バランスが崩れてしまうというか、人間誰しも心の悪魔っていうのがいるので、ささやきが入るんですよ、自分の心に。ちょっとぐらいずるしてもいいんじゃないとか、ちょっとぐらい楽してもいいんじゃない、だって今までこんなに頑張ってきたんだもんっていう感じでね、ちょっと甘いささやきが入ってくるような感じがしますね。で、このささやきがいいのか悪いのかっていうのは後からになってみないとわからないんですよね。甘いささやきが絶対全部ダメっていうわけじゃないので、これが後々になってね、こう自分で何か気づきをもたらせてくれるようなものにつながるかもしれないし、なんかこう1年をね振り返ってみて、ここね修正かけようかなって思えるような出来事かもしれないので、決して全てが悪っていうわけではないんですよね。はい、そしてこちらがアドバイスカードです。カップの5番が入っています。忙しすぎて気持ち疲れちゃうんじゃないかなっていうのが出てきてるんですよね。一生懸命対応しようと思って頑張ってるって、すごくライフスタイル充実させようと思って頑張ってるんだけど、息抜きできてなくないっていうのがアドバイスとして入ってきています。はい、毎日時間に追われてとか、やることたくさんあって追われてね、次々ってさらにっていうことを自分で追い求めていったら、いつの間にか心乾いていませんかっていうのが出てきてるんです。だからここのあたりですね、9月で1回リセットというかリフレッシュしましょうっていうのが出てくるんですね。1回バランス見てみてって、もしかしたら乾き気味になってるかもって、枯渇しているところがあるかもっていうのがねあるので、プライベートかなっていう感じもするんですけど、社会性が強いのでかなりお仕事頑張られたりとか、ね、生活のこと、お家のこととかなんか奮闘されているんですね。でもどこかでリラックスしていくとより良いのかなっていうのが出てきていました。ちょっとねこの悪魔のところが気になるので、悪魔ってじゃあどういう影響をもたらしてくれるんですかっていうところで、なんかどういうことあるのかなとか、全般的に補足もらっていきましょう。はい、悪魔の補足でペンタクル2番、ペンタクル多いですよね。3番さんね、かなりこのね、確実に成果、形にしたい、なんか今一生懸命頑張ってることあるのかな、恋愛以外で
っていうところが出てきてます。お仕事安定させたいとかね、これやりたいとか、副業を掛け持ちしたいとかもそうかもしれないけど、あれもこれもやることあるっていう感じがするんですよね。そしてこのデビルの時に何があるのかって言ったら、どっちも美味しそうだなっていうようなお気持ちになるそうなんです。どっち取っても得だからどっちも取っちゃいたいみたいなね。二頭を追うもの一頭も得ずじゃなくて、二頭を追って二頭とも得たいみたいな、どっちも良さそうって、どっちも成功させたいっていう、ちょっと欲張りさんになっちゃうのかなっていう感じもするんですけど、でも決して悪いことじゃないんですよ。なんかね、うまくやっていけるかもって、自分だったらこの1年間ずっと頑張ってきたし、受け取るものも受け取ってきたから、だからよりよくしていきたいというか、もっとうまい流れに乗っていきたいって思ったりとか、器用にやっていけるんじゃないかって、自分の中で努力だけじゃなくて臨機応変にやっていけばもっとうまくやっていけるんじゃない、この先って波に乗っていけるんじゃないかっていう、そのような気持ちにもなるんですけど、ここはね、手堅くいった方が良さそうです。これが誘惑として入ってくるということは、二頭を得るもの一頭も得ずになりそうな感じがするので、せっかく堅実に頑張ってきたので、一つずつ結果出していきましょうっていうのが入ってきましたね。はい、ズルすることなくっていうことで、ただちょっとね、余裕ないのかなっていう感じは見受けられるので、やっぱり旅行したり息抜きしたり気分転換するようなことをした方がいいんじゃないかなっていうのは出てきていました。はい、ということで方角的に良い方角見ていきましょう。そうですね、3番さんの場合は全体運で1年を通して真面目にコツコツ努力型っていう1年になるような感じ、それで掴み取る生活の安定とか収入の安定っていう感じで入ってくるので、決して諦めないこと、取り組んでいくことっていうのが出てきています。どの方角も、割とね、均等に良い感じで入ってきています。もし何か切り替えたりとか節目を迎えたいっていう時は、4月5月、そして南東ですね、ここです。そうですね、なんかあなたが望んでいなくても切り替わっていく、変わっていくっていう感じですね。流れが変わっていくのが4月5月っていうのが出てきてます。その後は奮闘していきます。あと息抜きをするのであれば西の方角がいいでしょう。お出かけしたりとかっていうところもそうですね。お部屋でも西側っていうところをリラックスする場所として飾り付けしたりとか、そこで瞑想したりとかするのもいいと思います。はい、夕日をね浴びるとかっていうのもいいでしょう。あと季節的には9月なので、秋のあたりにはね一回リフレッシュ入れましょう。夏休み、ちょっと遅い夏休みなんだけど、このあたりで温泉行ったりとかねっていうのがいいのかなというのが出てきています。はい、そうですね、何か資格を取ったり夢目標に向かって前進したい方っていうのは、年明け早々から3月、春先までがいいし、この10月、11月のあたりも資格取得のあたりはいいんじゃないかなと出てきていました。では、アドバイスカードです。もうすでに引いてあります。狐のカード、そしてピクチャージャスパー。一つずつって書いてる。はい、一つずつね。はい、というのと、あとこちらのにゃんこと、ラッキーナンバーは5番です。はい、これね、競い合うっていう意味のあるカードなんですけど、これはでも周りのね競合会社、企業同士の争いかもしれないですね。そのどの案件が通るかとかね、自分の案が通るか通らないかっていうところだから、かなりねこのなんていうのかな、お仕事面の意味合いが強いのかなっていう感じがしたんですよね。いかに自分の力を仕事の中でねパワーアップさせていけるのかとか、レベルアップさせていけるのかっていうところが、この3番さんかなり意識されてるのかなっていうのを感じました。または今が頑張り時だっていう風に感じてるのか。そしてこちらもエンジェルオーラです。天使とつながり、夢を実現させる石、そして誰かをケアする、人を癒すっていうワードが入ってきています。ここね、かなりいろんな星座が入ってきていたり、ぎゅっとね詰まったような、カードなので、いろんな人と関わるのかもしれません。もしくは誰かを癒す
っていうのがあるので、いや誰かを癒すばかりじゃなくて自分も癒さなきゃダメだよっていう風にタロットは出てるんですけど、あなたが誰かを癒したいとか優しくしたいとか、またはヒーラーさんのようにね、そのようなお仕事をされてる方もいるかもしれない。誰かのためにって自分が奮闘してるのかもしれないですね。それもとても素晴らしいね、癒しの力、あなたの個性なんだけど、いやでもこの辺りで息抜きした方がいいんじゃないかなとは出てきています。そしてチャクラもぎゅっと詰まっています。2番、3番、4番、7番のチャクラが入っています。チャクラの説明です。2番は、下腹部を表しています。お腹、胃腸のあたり、腸のあたりかな。なので、ちょっとね、腸の働き弱まってるなっていう方はケアしてあげてください。第2チャクラは生きる喜び、感情、幸せっていうのを表しています。第3チャクラは太陽を思わせる黄色い色で、みぞおちのあたりですね。自分らしさ、明るさ、個性、そして光、学び、方向性を表すチャクラです。続いて第4チャクラはハートチャクラ。これは緑、ピンクを表していて、愛情、そしてリラックスや感謝というところ。そして第7チャクラは頭頂部を表しています。紫のチャクラで宇宙エネルギーとつながる部分と言われています。なので、その腸のあたりからみぞおち、胸のあたりと、この胴体の真ん中のあたりですね。このあたりを、ケアされるといいのかなと思いました。例えば風邪をひいたら呼吸ね苦しくなるとか、胸が痛くなるとかね、胃が痛くなりやすい方もいるかもしれません。なので今弱まっているよっていう方は、この辺りのチャクラが弱まってるってことなので、ケアをして回復させてチャクラを開いていきましょうっていうのが出てきていますね。はい、そしてたくさんの人と関わる可能性もありそうです。このカードにぎゅっと詰められているからです。星座としては獅子座、蟹座、天秤座、この星座を持つ方々とつながりが深くなっていくとか、キーパーソンになる可能性が高いですね。はい、この、エンジェルオーラという石は工事とつながり、ビジョンに通じると言われています。潜在的な力や能力を引き出し、引き上げ、夢の実現へ導く。なので、あなたの力を今、あなた自身が発揮させて達成させたいものがあるんじゃないかなと感じました。そして、優しさと気遣いをもたらす柔らかい輝きとも出てきているんですよね。強さだけじゃなくて優しさも兼ね揃えている。気遣いしすぎて疲れちゃうんじゃないかなって私は心配してるんですけど、走り抜けてきて拡大し続けてきて、秋口あたりでお休み入れてあげた方が良いのではないかと、はいって思いました。で、あとはそうですね、こちらの猫ちゃんのカード、このカードからもねメッセージもらっていきましょう。満たされる喜びですね。この1年を通じて満たされるでしょう。様々な面で全体運で見てるので、人とのつながり、優しくすることで感謝されることだったりとか、ね、本当の意味であなたが誰かに役に立ったんだ、誰かの役に立ったんだ、誰かを癒すことが自分の喜びに感じるっていう風に思えるようなこと、それのことによって満たされるんだっていうようなお気持ち、幸せなお気持ちになるんですけど、ね、でも一つずつ一つずつっていうことで、ちゃんとやってるんですよ。一つずつ一つずつっていう感じでやってるんですけど、この年末あたりにどうも何やら、2と欲しくなるようなことが出てくるらしいというのがあるので、その時も一つずつ一つずつ、そして自分自身もね満たしてあげてください。自分の力でっていうのが出てきていましたね。狐のカードも入ってきています。やはり人との交流っていうのが盛んなんですよね。お仕事も忙しくて、多分この4月5月のあたりに人の入れ替えがあったりとかもしてくると思います。はい、で自分が動きづらいなとか、思うようにいかないとか、流れが止まっているように感じる時ほど、周りの人へ感謝の気持ちを伝えていってくださいね。そしてこちらのピクチャージャスパーからメッセージをもらっていきます。ラッキーカラーはこのようにオレンジ
茶色とかこのあたりをイメージしてください。これは、表現や正直っていうワードが出てきています。そうですね。素直になっても大丈夫ですよ。焦っていませんか？一日走り回って忙しくしていたはずなのに、何もしていない、何もできていない感覚を抱いてはいないでしょうか？誰かと比較して無力感を抱いてはいませんか？どうしようどうしようと焦って視点が定まっていないのかもしれません。大きくゆっくりと深呼吸をして、心の波が穏やかになっていくことをイメージしてみましょう。誰もが限りない潜在能力を秘めています。あなたも才能や知恵を持っています。焦ることなく、一歩一歩進んでいけば道は作られていきます。一度振り返ってあなたが積み上げてきたものを再確認するのもいいかもしれません。成功しているイメージ、理想のイメージを描く時間を持つのもいいかもしれませんね。大丈夫です。あなたは着実に前へと進んでいます。はい。このようなメッセージも出てきていました。ねえ、ちゃんとね、振り返ることもできると思いますしね、受け取るものもちゃんとありますので、焦らずゆっくりと確実にっていうイメージ通りに進んでいくと思います。ただ、時々ね、自分自身に息抜きの時間、あげてくださいねっていうのは出てきていました。では、このように1月からね、順番に流れて1年の流れを全体運出していきました。では次、恋愛見ていきましょう。はい、では恋愛運はこちらのタロットカードからもらっていきます。こちらのタロットカード、トランプと組み合わさっていて、53枚のカードで、作られています。このカードから1年の恋愛、何かの流れがありますかっていうところで見ていきます。はい、こちらでもらっていきます。第一印象がコートカードが多いので、複数人の、間柄、関係性っていうのがちょっと見えてくるかなと思います。2人の異性の間で悩むとか、デビルのカードが出てきていますね、ここにも。3番さん共通してデビルが入ってきています。この全体運は恋愛一切抜いて見ているんですけど、それでも恋愛のところにもデビル、誘惑のカードが入ってきていますね。で、デスのカードも入ってきています。リンク性が高いですね。で、ジャッジメント、皇帝のカード、ラバーズ、そしてつられ人という感じで、大アルカナ多いですね。6枚入っています。9枚中6枚が大アルカナで、恋愛大きなことが出てくるでしょう。確実にこれはありますね。大きな出来事が出てきます。詳しく見ていきましょう。まず、先ほどと同じように回っていきます。1月2月なんですが、誘惑のカードが入ってきていますね。例えば、そうですね。3月のところにデスのカード。ただしこのデスのカードっていうのは先ほどと、同じような意味で取ってもいいんですけど、絵柄的に寝込んでいますよね。体調を崩したりする可能性があるんじゃないかなっていうのがあります。そのことによって切り替わるような感じかな。でもジャッジメントが入ってるから、そこから復活するっていう流れで入ってくるので、体調を崩す、もしくはお相手と距離ができるとか、ここで一時停止のようなもの、なんかここも節目ですよね。何かの切り替わりがあったとしても、変化があったとしても、それを受け入れてあなたがもう一度チャレンジしていくとか、より良いものへしていくっていうような流れが、1月、2月、3月、4月、5月っていう感じで、前半ですね。2024年前半で出てきてるんですが、ここのね、誘惑が気になるので、誘惑、今度は何を気をつけたらいいですかっていうところで、この4月5月のジャッジメントもね、あなたが後ろを気にしながら進んでいるというか、ね、なんか急いでるような感じもするので、急いで結果を出さなきゃいけないとか、
ね、なんか焦ってね取り戻さなきゃみたいな、失ってしまった時間を急いでね登っていかなきゃっていうようなお気持ちがあるのかなと思いました。そうですね。あなた自身が看病する側なのかな、体調を崩すというか、ご家族とか、あとパートナーかもしれないし、ね、好きな方かもしれないし、体調を崩すかもしれないんですよね。そのあたりの方が、身近な方がですね、そのお世話をしていてっていう感じでしょうか。大丈夫、しっかりしてっていう感じで、恋愛的要素で言えばね、あなたが誰かの看病をしているようなイメージが入ってきます。回復を願っている、元気になるのを願っている、連絡来るのを願っているだったりとかで、この誘惑のカードについてはお仕事のカードですね。このカードはお仕事を表しています。ただし恋愛オンリーで見ていきたいので、あなたの中で決めるか決めないかってことに対して少し揺れちゃうというか、決断するかしないか、先延ばしするか、今決めるかっていうところでテーマとしてあるのかもしれません。自分の中で揺れる気持ち。ただしこの後ですね、複数の人の間、例えば2人の異性の間で揺れるんじゃないかなっていうのがあります。はい、もうすでにこの時点であなたの中で揺れているかもしれません。でも決められない、一人に絞れないっていうような感じもするんですね。ここは、6月で7月8月を表してるんですが、ね、男性のカードが入ってます。ご覧になっている方の性別問わず、あなたの恋愛対象の方として見てください。この人物が入ってきてるので、一人じゃなくてね、二人もしくは複数、あなたがその出会いを求めている方であればね、複数人の中で出会いがあって、それでたくさん出会いがある中で自分モテる、よしじゃあ誰と恋愛していこうかっていうような流れで見ていくんですけど、今パートナーがいるとか好きな人がいるっていう風に見ている方は、今現在もうすでに揺れているか、これから先2人の人の間で揺れるようなことも出てくるかもしれません。ただしここ9月になるとラバーズです。愛を表すカードが入ってきていますので、ここだからすっごく素敵なことがあるんですよ。なんかね、誘惑、悩み、決められないとか、焦って取り戻そうとしていたりとか、停止したりとか動いたりとか、何かと慌ただしいですよね。で、複数の人も出てくるので、どうなっていくんだろうって思うんだけど、9月になる頃にはぎゅっと完結、ラブストーリーが完結しています。ハッピーエンドを迎えていますので、どんな道をたどっていったとしても、ここはあなたが誰かと結ばれるっていうのが出てきていますね。じゃあ誰とっていうところは、そのどんな道をたどるかによって変わってくるんですが、でもここはあなたはすごく幸せ、そして愛される、愛する気持ちで満たされているような9月です。はい、そして次10月11月となっていくと、今度はつられ人なんですよね。ウェイト、待ってっていうカードなんです。これカードにはっきりとウェイトっていうのが、出てるので、待ちなんですよね。せっかく結ばれたのに待つの、待たなきゃいけないのっていう感じになるかもしれませんね。そしてこちらもペンタクル2番、柔軟性、同じくね2番っていう風に入ってきていて、これはウェイト、待つです。待つのでも待ってる間ね、なんか凝り固まっちゃうから、ちょっと柔らかくして待っとこうかなっていう感じで、1年の、最後ね12月のあたりは柔らかい、待ってるんだけどあなたの気持ちは柔らかいですね。あまり相手の負担にならないようにってことを考えてるので、距離があるのか、なかなか会えないのか、ね、こう結ばれたとしてもいつも毎日一緒っていうわけではなさそうですね。はい、ただ一人で待っているような年末のあたりっていうのが見えています。だけどこっちよりこっちの方が気持ち笑顔なので穏やかなんですよね。だからここの間で待つには待つんだけど、会えない間もね、優しく穏やかでいられるように、そんな自分であろうっていう風に気持ちが切り替わっているんだと思います。
はい、ということで、ここに至るまでのこの経緯なんですが、ね、あの、どうでしょう、2人の方で悩んでいるっていうような方もいるのかなと思いました。とそうですね、年明けの時点でデビル、誘惑、全体運だとね、1年の最後の方に、2024年の12月の方にデビルのカードが出ていたんですが、恋愛はね、年明け早々出てきています。はい。恋愛で甘いささやきっていうのが自分の中で出てきそうですね。または誘惑受けるのかもしれません。もう私には決まった人がいるんだけど、ちょっと気になる人ができちゃったとかね、誘われててとかっていう感じで入ってくるかもしれないですね。ただ、このあたりは大きく物事が流れていきます。そうですね、激動になるかもしれないですね。ちょっとね、もう少しカードもらいましょうか。です、ジャッジメントと続けて2枚もらっていきましょう。かなりこう、細かく見た方が良さそうな気がするので、はい、これで見ていきましょう。まず、ですね、ですに対して、ペンタクル7番、そのアーチェリーする時間、この練習時間たっぷり取りましょうっていうのが出てくるんですね。積み重ねが大事よっていうことです。ですなので、絵柄で言えばね、誰か体調を崩してるのかなとか、恋愛に対して今まだ起き上がれない状態なのかな、決められないとかね、揺れているとか、あえて動かないとかね、そのような選択をあなたがするのかなっていう感じはするんですが、あなたが決めるというか、物事の流れが止まるというかね、なんか理由があって止まらざるを得ないっていうような状況になると思うんですよ。そう、なんか誰かの看病を見るかのようにね、何かをしなきゃいけないからちょっとストップ、一時停止みたいな感じになると思うので、その間にもね、練習するのよって、時間取るのよっていう風にアドバイスが入ってきています。ではこのジャッジメント、4月5月のあたりはペンタクル3番のカードが入ってきています。そのなんかペンタクルっていうと全体運のね、ペンタクルたくさん出てきていたのでね、お仕事だったり生活のことっていうのがかなり関係してくるかもしれないですよね。ただ、より良い環境を作っていくためには、自分一人の力ではどうにもならないよねっていうところがアドバイスとして入ってるんです。より良い家具を作るためには、あなた一人だけではなくて、お相手の力も必要ですよね。はい。2人揃って作り上げていきましょうっていうところがあるので、自分一人じゃないんだよねっていうところがここのテーマとして入ってきますね。一人で決めたいとか、一人じゃ決められないとか、どちらの形にしろ、一人っていうところにあなたがとらわれている可能性があります。一人にしなきゃいけない、絞らなきゃいけないとか、自分一人じゃ決められないとか、自分一人の力じゃどうにもならないとかね、助けが欲しいとかっていう流れがここら辺感じるので、自分一人で頑張ってはみたものの、恋愛はやっぱり誰かと一緒に作り上げていく関係なんだよなっていうところに自分自身が、そう感じるのかもしれません。前半ですね、今年の前半のあたりです。そしてジャッジメントっていうのは再開とか再チャレンジ、復縁っていうのも表しているので、そのあたりでも何かピンとくる方がいるかもしれませんね。はい。ということで、このあたりの恋愛運、流れが入ってきていました。では、その方角見ていきましょう。まず、嫌が王にも状況が変わっていくってことはここで出てきているので、そうなるを得ない、そうならざるを得ないっていうような状況がここで出てくると思います。方角的に東です。そして一番良い方角というのはやっぱりここラバーズですよね。西です。西。ここ方角イメージしてください。時期的には9月です。そして真ん中のカードがアドバイスカードで、ペンタクル10が入ってきています。成し遂げられたもの。はい。あなたが作り上げてきた、頑張って育んできたこの庭園、お相手と結ばれて育んできた、
一人で待つ間もあなたは自分自身枯らすことなくね、栄養を与え続けていきましたね。だからこそ実ったもの、落ち着いている気持ち、これからも続いていくって確信できるようなものが残ってあるんです。そしてここにはお花や果実というものが描かれています。はい、美しい花束や果実を味わって座って楽しんでくださいっていうメッセージが入ってるんですよね。座るっていうとここにね家具のカードが出てたじゃないですか。椅子のカード、ペンタクル3番、2人で共同して作り上げたもの、この関係性ってこの時期ね、4月5月のあたりに作り上げたものとか、このあたりで結ばれたものっていうのがちゃんとあなたが腰をかけてゆっくりと楽しむ、味わうような時、腰をかけて、はい、待ちなんだけど、この時間すらも愛おしいと思えるような成果物、結果、っていうのをあなたは手にしていると思います。だから一人で待つの寂しいな、辛いなって思った時も、なんか大丈夫ね、この二人の絆があるからって、何か信じられるようなものがあるから、この年末のあたり柔らかい笑顔であなたは座ってるんだと思います。で、座ってますよね。いや、ちょっと気になるんですよね。好きな異性が2人だけではなくて、恋愛とはちょっと違うんですけど、ご家族だったり好きな人だったりとか、なんかね、ご家族の介護をしながら恋愛どうやって育んでいけばいいんだろうとか、なんかそのような感じで2つのことの間のバランスについて悩むようなことが出てくるかもしれないんですよね。はい、このあたりもアドバイスもらっていきましょう。星のカード、ターコイズで、にゃんこのカード、ラブのカードが入ってきています。愛です。愛ですね。はい。そしてあとはメタモルフォーゼクォーツっていう魂の浄化と再生をもたらす聖なる石、変化と移行、自分らしさに気づくっていうワードが入っています。変化と移行というとここのデスのカード、再生というとジャッジメントにもつながってきます。こちらはチャクラは2番、6番、7番です。これは先ほどもね、お伝えしたチャクラの中に全て入っています。6番というのは入っていないですね。6番は眉間のあたりのチャクラですね。第三の目とも言われている直感力を表しているチャクラです。なのでね、頭痛がするとかっていう方は頭もね、温めてください。ということで、その他にもメッセージをもらっていきましょう。この猫ちゃんのカードっていうのは、照らす明かりですね。はい、照らす。あなたの心を優しく照らしてくれる存在やお気持ち、温かい気持ちね、愛情だと思いますよ。これがあるから私大丈夫よって思えるような、年ね、終わりの方はそのようなお気持ちになってるでしょう。また最初の方もね、悩んだりとか苦しんだりとかするときこそ愛情っていうところを、心に灯してください。灯ってると思います。スターのカードも出てるので、あなたの中で心の中でね、大切にしたい、この人を大切にしたいとかね、いろんな状況があるけど、いろんな変化とか移り変わりがあるけど、でも私の中ではこの人とかこの気持ちっていうものがちゃんとあると思うので、それを大切にしてくださいっていうメッセージが入ってきています。そしてこちらのメタモルフォーゼクォーツ、この石なんですが、これ星座が入っていて、蟹座、魚座が入っています。この星座をお持ちの方がキーパーソンとして入ってくるかもしれません。再生をサポートしてくれるカードです。新しい自分へ、新しく生まれ変わる、美しく生まれ変わる、この移行をスムーズに導く神聖な光で満たすカードです。何か予感をしていたり、直感力に冴え渡る方もいらっしゃるかもしれません。自分の直感を信じていきましょう。また浄化を表す石なので、苦しい時ほどリフレッシュ、リラックス、そしてあとは、浄化、心の浄化っていうのを意識してみてください。はい、そしてあとはこちら14番ターコイズです。こちらはやりたいことをやりましょう。幸運、勇気、ストレスからの解放を表すカードです。行きたいところへ行きましょう。やりたいことをやりましょう。着たい服を選びましょう。食べたいものを食べましょう。
時には最も心地よい状態を望んでもいいのです。イルカが自由に美しい海を泳ぎ回るように、あなたも自分が好きなことを思いっきり楽しんでみましょう。もうね、自分のやりたいことやっていいんだよ、我慢しないでねっていうカードが出ています。最初の方かなりね、我慢っていう感じで入ってくるかもしれません。自分は本当は恋愛こういう風にやっていきたいのに、なんかね、状況的にうまく進まない、なんか理由があるんですよね。致し方ない理由っていうところがあるのかなと思いました。ラッキーカラーはターコイズブルーです。こちらも取り入れてください。今回は来年2024年に大きな出来事はありますかというのをテーマに、全体運と恋愛運に分けて見ていきました。そしてこちらは全てを通してのメッセージです。生きがいのカードですね。あなたにとっての生きがい、喜び、光というものを手に取ってください。掴み取ってくださいね。遠慮する必要はありませんよっていうカードですね。はい、あなたにとっての生きがい、それはこの全体運、お仕事、生活面かもしれないし、恋愛かもしれないんですが、全てでもいいんじゃないかなと思うんですけど、でもね、そのさっき恋愛のところでね、2頭得るもの1頭も S みたいなカードが出てきていたので、注意ポイントとして。なので、2024年はね、手堅くいくといいのかなというのも出てきていました。参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、来年2024年に向けて大きな出来事は何か起こりますかというのをテーマに見ていきます。4択占いです。よろしくお願いします。そしてこちらは以前アンケートをいただきまして、2番目に多かった投票数の多かったものを採用しています。で、今回は2回に分けて見ていきます。まず全体の1年の流れ、そして後半戦に恋愛限定で見ていきます。なので、この全体の流れは恋愛を除いた運勢で見ていきます。それぞれアドバイスはすでに出しています。では、タロットカードでスプレッド展開していきます。まずは全体の1年の流れです。そうですね、お仕事運や金運、生活全般のことだったりとか、健康状態のことでも構いません。恋愛以外で見ていきましょう。恋愛要素はすべて排除して今回見ていきます。では見ていきますね。はい、これで見ていきましょう。こちらの9枚から、方角も見ていけますので、良い方角っていうのも見ていきますね。順番的にはここからスタートしていきます。で、真ん中のカードはアドバイスカードで、このような流れでぐるっと囲っていって1年間の流れを見ていきます。まず年明け2024年1月がエンプレス、これ1月2月です。エンプレスが入ってきていますので、実りですよね。豊潤です。豊かさを表しているカードなので、お仕事においても生活においても潤いが出るね、すごく出てくるっていうのがありますね。感じられる。新しいことを始める方もいるでしょうし、育むっていうようなイメージも入ってくるんですよね。育てる。なので、自分自身磨きをかけるのかもしれないし、ね、仕事で昇格するとか、あなたに注目が集まるんですね。あと、人も集まってくるようなイメージがあるので、このあたり、対人関係としてモテモテ新しい友達が増えるとか、ね、人脈が広がるようなことも出てくると思いますし、芸術性もあります。高まっていますので、趣味として始めたことが SNS で一気に注目が集まったりとか、例えば今ダンスのレッスンしていますとか、楽器やってるんですっていう方はそれをさらに
伸ばせるような、またはお披露目できるような機会っていうのもあるんじゃないかなと思います。生活、趣味、そして仕事、対人関係、このあたりはすべて潤っていて、あなたが愛される1月2月っていうのが出てきています。愛されるっていうのは恋愛的要素ではなくて、今恋愛抜いていますから、人としての魅力が開花したり、才能が発揮されたりっていう意味ですね。はい、注目が集まってファンが増えるとかっていうことです。で、このように見ていくと、4番さん全体1年間すごくいいんですね。ワールド、そしてそうですね、助教皇、そして節制のカードという感じで、ところどころ合間合間に良いカードが入ってきている。もちろんポイントも押さえながら見ていきましょう。で、こちら3月です。3月は節制のカードなので、2つの異なるものが1つに交わっていく、そのようなイメージも入ってきます。ここであなたの魅力が最大限に開花されていくので、花開いていく、もちろん受け取るものもあるし、これから拡大させていきたいと思うものもあるし、すごく豊かですよね。それをさらに均衡、慣らしていくかのように、あなたがうまくバランスをとって過ごしているような春先っていうのが出てきています。とても良い流れですね。引き続き好調です。はい、特に大きな揉め事とかもなく、平穏で過ごしていく方もいれば、今ここで出てきた豊かさ、美しさ、五感を生かして3月新しいことを始める方もいるかもしれません。はい、では次、4月から5月見ていきます。ペンタクルスのキングが入っています。ここは社会的に何か成功するってことが出てきていますね。この流れを見ていると、あなたが春先4月から5月の間、独立を考えている方もいるかもしれません。そう、なんかね、ここを目標にして今取り組んでいる方もいるんじゃないかなってありますね。そのための慣らしの期間がこの、3月ですね。3月までには下準備させておこうとか、ね、環境づくりさせて、4月5月になったらポンとね、一人で会社起こそうとか、そのように考えてらっしゃるような気がします。はい、リーダー的立場とかね、社会的地位っていうところが出てきているので、独立じゃなかったとしても昇給昇格とか、そのような立場っていうところのために今準備しているよっていう、注目も集まってるしねっていうところで入っています。かなり信頼のおける方として周りからの評価っていうところが出てきています。または頑張った分だけの報酬っていうのもちゃんと手にすることができるので、頑張れば頑張っただけのちゃんとした成功、報酬っていうのがこの時期出てくるのかなと思います。からのワールドなので、これは6月ですね。世界が一つ完成する。なので独立だったり昇給昇格した方は、この後の流れでこの今自分が計画立てていることに対しては大きな一つの結果が出る、成功という結果が出るよっていう流れで出てきていますね。そしてその社会的地位とか、お金だったり、全体的なことなのでね、どうしてもやっぱり仕事や生活の意味で安定っていうところが入ってくるので、やはり何かしら今目標がもしなかったとしても生活が整っていくっていうような流れで見ていただけるといいんじゃないかと思います。それにしても素晴らしい流れっていうのがあるので、今全く何も予定も予想もしていませんって方は、思った以上の収穫だったりとか、でも想像されてると思うんですけどね、計画通り、全ては計画通りうまくいってるぞっていうようなイメージも入ってきますが、はい、ではこの後ね見ていきましょう。注意ポイント入ってきます。7月から8月です。バンドの点が入ってるので、ちょっとオーバーワークかなっていう感じで入ってきます。そしてここの9月のところもソードの2番なので、何かね抱えていたりとか我慢していたりとか、自分が我慢することによって周りの均衡が保たれているような感じがするんですよね。そして流れで言えばこのあたりで社会的成功っていうところが出てくるので、だからその後ですよね。成功を収めたんだけど、その後は自分一人が責任を負えば
なんとかなるのかなとか、自分だけが頑張っておけば周りの人が助かるんじゃないかとか、そういうところに、力がね入ってしまうような気がするんですよね。そうしているうちに思ったことが素直に言えなくなってしまうような秋口っていうのが出てきています。なのでこの流れで見ていくと、ちょっと働きすぎなんじゃないかな、自分に負担かけすぎなんじゃないかなって、本当は荷物ね、誰か持ってくれる人いないかな、助けてみたいなことをできればいいんですけど、なかなかにできないなっていうところがあるんですよね。はい。でもそんなにね完璧じゃなくてもいいんですよ。あなたはあなたらしくいればいいのかなっていうカードが出てきていますね。そうですね。でも慎重になりますよね。成功を収めていけば、やっぱりなんていうのかな、人から見られたり注目を浴びれば浴びるほど、しっかりしておかなきゃとかね、いつ見られてもいいように綺麗にしとかなきゃとかね、そういうところも力が入っちゃうのかなっていうのもわかりますね。だから油断できないっていう感じで後半流れていくんですね。ちょっと気を緩んだら崩れちゃうような、だから自分一人で踏ん張って支えていかなきゃっていうようなお気持ちが強くなっていきますね。そうなっていくうちに、ここが、10月から11月です。助教皇のカード、そして12月がソードの4番で入ってきています。お休みのカードですね。答えきれなくなって破裂しちゃう前に、この辺りで自分の中で休憩してねっていう、癒して、自分自身癒してってことが出てくるんです。多分周りと自分の心のギャップっていうところをこの夏秋のあたり感じやすいと思うんです。周りのため自分を我慢して頑張っているんだけど、それで確かに世界はうまく回ってるんだけど、でもどこかでね、あなたの負担出てきていますよね。そのまま行くと表面上はうまく回っているように見えるかもしれないけど、あなた軸で考えたらバランス崩れてきていますよね。本当はあなたは心の中ではね、こうしたいとか、こうやってやっていきたいって思ってること、声を出して言いたいことを我慢してますよねっていう、そんなねカードが伝わってきますね。だからこそ年末ゆっくり休むんだよってのが出てきていますね。バランス取れなくなってきてること、仕事量だったり生活の負担っていうところに対して我慢しなくていいんだよっていうね流れになっていきます。なので12月を迎えるあたりっていうのは、あなたは自分の心に従って、もう休みたい時休みますとか、手抜きますとか、ね、少しぐらいね荷物持ってくださいよって誰かに頼むようなこともするんじゃないかなと思います。じゃないと負担が大きすぎて、周りの期待があなたに寄せられすぎていてね、それに応えようって頑張りすぎていて、どうにもこうにもいかなくなっちゃうような12月っていうのが見えてくるので、潰れないためにも秋口、そうだな、9月、10月、11月のあたりで自分の素直な気持ち、本心ってところを見せていくように、手伝ってよっていう風にね、負担軽くするようなことをしていくといいんじゃないかなっていうのが出てきています。アドバイスはソードのページ3です。そうですね、臨機応変に立ち回ってうまくねやろうって頑張ろうって思うんですけど、プレッシャーがいかんせん自分にかけすぎなところがあるんじゃないかなっていうのが出てきています。後半特にそうですね。なんか成功を収めるから余計頑張んなきゃとかね、踏ん張んなきゃっていうような責任感ね感じやすい方なんでしょうね。はい。でも心はすごく繊細ですよ。だからね、なかなか言えないですよね。弱ってるところとかね、困ってるところとかをね、助けてっていう風に言えないようなところがあるんだけど、それを見せていくとより良くなっていくのかなっていうのは出てきています。ね、抱えるものちょっと多すぎますよっていうのがありますね。分担していきましょう。できるはずです。助けてくれる人もいるはずです。周りの人たちをよく見てね、助けてくれる人を分担していきましょう。お仕事を分けていくとか、
多分あなた一人が残業して頑張ればとか、仕事を人一倍頑張ってうまく成り立ってるような感じがする。だんだんズレを感じてくるんですよね。そのうちに、なんで自分ばっかり頑張るんだろうみたいな、わけわかんなくなっちゃうような時が出てきそうなので、ね、そういうぐちゃぐちゃした時は、なんかこう周りにね、あえて分担していくとか、時間配分もそうかもしれないですね。そうですね。あとは、そうだな。まあでも、自分だったらね、乗り越えていけるっていうふうに思うからこそ背負う部分も多いのかもしれません。はい。ただ、困難な状況があっても乗り越える力を持っているので、ね、あなたは立ち向かう勇気もあるし、乗り越えていく力や賢さっていうのも持ってるし、情報を集める力っていうのも持ってるから、それを最大限活かして、あなた一人じゃなくてもいいよってところに目を向けると、だいぶ楽になるんじゃないかと思います。全体運を通して、ラッキーナンバーは3です。3のつく日や3月もそうかな。3月っていうとここですね。はい、このあたりがいいでしょう。人気運が高まる時でもあるので、1年を通して飲み会が多かったり、お祝い事も多いかもしれません。友達や仲間、チームメイトと集まってお食事したり、意見の交わし合いをしたりしながら、やっていくので、後半になっていくとだんだんそれがなくなっていくんですよね。飲み会をする機会が減っていきそうなので、困った時こそチームメイトやお友達の力を借りてください。シンパシーですよって、共感していく力ですよっていうのが出てきていました。また共感してくれる人も必ずいるのでね、仲間っていうのがいるので、力を借りてくださいって。そしてクローバーのカードも入ってきていました。毎日の小さな積み重ね、日々の感謝っていうところですね。はい。毎日毎日多分頑張られてると思うので、自分自身褒めてあげてください。私すごく頑張ってるって、やったよっていうことで、多分このあたりでお祝いとかっていうのがあるんですよね。大きなことを発表するのかもしれないあなたが。それに人が集まってきておめでとうって言ってくれる人も出てくるでしょう。あとは後半戦ですね。後半戦は逆に助けてってあなたが言うと、助けるよっていう感じで周りの人が集まってくると思うので、毎日毎日ね、移り変わっていく日々の中で、その中で様々なことを感じてくださいっていうアドバイスも入ってきていました。あと、こちらの猫ちゃんのカードは回復を表しています。回復しましょう。特に、来年の年末あたりですね。ここは回復していくカードがあるので、体力が落ちているとか、働きすぎて疲れてしまったとか、心がなんか荒れているなっていう時は、もう回復っていうことでね、やってください。前半戦は絶好調なので、回復という意味では後半かなというのが出てきています。あとはムーンストーンのカードです。愛の予感、神秘と安らぎを受け取るというカードと、チャクラとしては第2、第4チャクラですね。第2チャクラっていうのは、下腹部のあたりです。腸のあたり、おへそ周りですね。なので、お腹周りのケアをしてみてください。消化の良いものとかね。あと、第4チャクラはハートチャクラなので、心ですね。あなたの心、愛情、コミュニケーションを表すチャクラなので、はい。なので自分の心オープンマイハートで後半戦臨んでいきましょう。前半はもう何が何でも誰が何と言おうと絶好調になるので大丈夫です。はい。はい。あと後半ですね、気になるのが。そしてエンジェルオーラ、祝福の光が降り注ぐという1番のカードが入っています。オラクルカード一番最初の、1番を表すカードなので、何か一つ物事が新しく始まるような1年になるかもしれません。こちらからメッセージをもらっていきましょう。キーワードは希望、コミュニケーション。はい。この地球に生まれてきてくれてありがとう。今ここにいてくれてありがとう。あなたはいつどんな時も祝福されています。溢れんばかりの祝福のシャワーが、愛のシャワーがあなたに降り注いでいます。私なんて、と自分を卑下しないでください。
あなたはたくさんの祝福を受けてこの地球に生まれてきました。それは生まれた時のみならず、今もなお祝福され続けています。そしてまたこれからも祝福され続けます。あなたがどんな道を選択しようとも、どんな状態でいようとも、その事実が変わることは決してありません。あなたが誰かを、何かを心から愛おしい、大切だと思うように、もしくはそれ以上に周りの人があなたを愛おしい、大切だと思っています。はい、祝福を受けましょうっていうカードですね。ラッキーカラーは、オーラの色、エンジェルカラーの色なので、少し分かりづらいかもしれないんですが、白とかちょっとキラキラしているような色もいいかもしれません。この色も参考にしてください。そうですね、ムーンストーンと少し似たような色も、感じるので、ムーンストーンのような、なんて言うんでしょうね、白っぽいような、きらめいてるような、そのような色もいいと思います。はい。あと方角ですね。吉とされている方角、4番さん全体運前半すごく良いので、この辺りの方角がいいですね。ここは北東です。北東、東もいいですね。そしてこの辺りもいいんですけど、ここが絶好調かな。南です。はい。南もいいでしょう。この辺りも参考にしてください。そしてあとここですね、北西の辺りは助教皇のカードが入っているので、スピリチュアル的なものがお好きな方は、北西、お部屋の北西の辺りに、パワーストーンだったり、スピリチュアル的なもの、あなたの心の支えになるようなものを飾ったりするのもいいと思いますね。はい。では、この辺りが1年の流れとして出てきていました。すごく人気があって成功も収めて一躍有名とかになるんですが、そのプレッシャーかながちょっと大変かなっていうところがあるので、後半このプレッシャーに押しつぶされたり、自分一人で頑張ろうって頑張んなきゃっていう風にね、責任感感じる必要ないですよ。必要以上に感じて頑張りすぎることなくね、時々気を抜いてあげてくださいねっていうのが出てました。はい。では次、恋愛運を見ていきます。恋愛限定です。来年2024年どうなっていくのかっていうことで、こちらは53枚のタロットカードです。はい。ですのでね、またこちらから見ていきましょう。シャッフルしていきます。はい、こちらで出ています。タワーのカードが入っていますね。なので、タワーの深掘りを1枚出します。ちょうどね、その全体運と被るんですけど、全体もここね、ワンドの10が入ってきて、オーバーワークっていうところが入ってきていたので、そこに合わせて恋愛ちょっと警戒、これ忠告ですね。何か注意喚起をしているっていうカードなんですが、ここの深掘りで1枚出していきます。そうか、自分で自分を責めちゃうような感じのソードの9が入ってきているので、かなり苦しい感じでここをね入ってきています。そして気になるのがここの2枚ですね。エンペラーと、カップのキングっていうことで、異性のカードが2枚入ってきています。で、そして始まりのカードも入ってきているので、どうかなっていうところなんですが、相手が変わる可能性があるっていうのがまず一つ。そしてそうですね、カップの7も入ってるので、2人の異性の間で揺れるっていう可能性もあります。はい。まず先ほどと同じように2024年1月から見ていきましょう。はい、ということでペンタクル10が入っています。ここ恋愛としてすごく充実しているんですね。恋愛満足だし、嬉しいこともあるし、デートとかもできると思うんです。好きな人がいる方は。で、出会いで見ている方っていうのは、出会い運がいいですね。はい、よくて複数の方と出会う可能性があるんですが、ここね注意ポイント。7から8月のあたり、夏のあたりはちょっと注意が必要です。自分自身を責めちゃうようなことがあるのでっていう注意喚起が出てきていますね。どなた
かと恋愛を始めていくんじゃないかなって、出会いで見てる方は、はい、良い出会いがあって、それが一つじゃなくて複数だと思います。いいなと思える人が何人かいて、その中でご自身がどのようにどなたに愛情を注いでいくのかっていうのが、出会いを見ている方のテーマですね。そして好きなお相手がいるという方は、一番最初にも言った通り、お相手、好きな相手が変わるのか、2人の男性、異性の間でね、揺れるのかっていうところで出てきていますね。はい、これ力のカードですね。で、ムーンのカードも入ってきています。はい。見ていきましょう。ただ、2024年の1月、2月のあたりっていうのは、デートしたり、お食事したり、嬉しかったりね。2023年の積み重ねてきたものが、ここで集大成を見せるっていうのがあるので、そしてカップのキングも出てきています。だから来年1月、2月、3月っていうのは愛情を注いでくれるような優しいお相手とのデート、恋愛っていうのを楽しんでると思うんですね。好きなお相手がいる、その気持ちで満たされるだけではなくて、実際に会ってやり取りをして満たされるっていうような流れが出てきています。すごくいいんですよね。そしてここの4月から5月の間もすごくいいです。はい、2人で一緒に寄り添っている時の絆の強さっていうのを感じるでしょうし、温かい気持ちに慣れていると思うので、このあたりはこの好きなお相手一直線っていうのが続いています。ペンタクル10なので、2023年から好きなお相手がいる方はもうこの方との積み重ねっていうのが続いていますね。継続されています。あとはここですね、6月になっていくとカップの7番が入っていて、さあどの器に何を注いでいこうか、どこに愛情を傾けていこうかっていうところで、恋愛についてあなたが悩む、考えるっていうのが出てきますね。それはいろいろと人によってね、状況が違うので、ただ共通して言えるのは悩むんじゃないかっていうところですね。一本通ってきたものがここで少し揺れるようなことを感じやすいとかですね。そうですね、不安だけじゃなくてね、期待っていう意味もあるかもしれません。うまくやってるから順調に交際していけるんだろうかとかね、よりうまく突然プロポーズされたらどうしようとか、そういう期待もあるかもしれません。ただその頭の中で膨らんでいる妄想っていうのを通り過ぎて、6月を通り過ぎて7月8月は逆にね、注意してねっていう風に注意喚起が入ってきてるんです。何かやってくるぞっていう、これはカードの、ガイドブックにもあるんですけど、注意っていうカードなんですね。何かが崩れるとかじゃなくて注意、あらかじめ教えてくれてるんです。じゃあ深掘りすると何っていうところを見ると、ソードの9ですね。不安を表すカードです。ただ過度に心配しすぎる必要はありません。よくよく見ると花は枯れていなくて綺麗に咲いているかもしれません。なので注意深く現実を見てください。実はそれって妄想の中だけで、現実化していないんじゃないんですかって。妄想の中では誰かが倒れて、わあどうしよう大変だみたいなことを思ってる。でもこれは現実じゃなくて、実はあなたの妄想の中じゃないですかって。不安で押しつぶされそうになっていませんか？自分自身責めすぎていてネガティブに捉えていませんかっていうね、心配しすぎですよっていうカードが入ってるんですね。タワーの深掘りは自分自身を責めすぎてしまったり、心配に過剰に感じてしまったりするところだよっていうのが出てきています。そしてこの後ですね、9月になってくるとエンペラー、皇帝のカードが入ってきています。先ほども言った通り、可能性としては2つあって、好きなお相手が変わる方がいるかもしれないし、2人の方で迷うよっていう方もいるかもしれない。でそうでなかったとしたら、この愛を貫いていくっていうような流れも読み取ることができるんですが、でもね、やっぱり誰か関わってきそうな感じでは捉えることができるかなと思いますね。そして次、
10月から11月月のカードです。自分の心に従ってください。そして静かに物事を見て、洞察していきましょうっていうことですね。静かに物事を捉えてみて、その中で答えを見つけていきましょう。どのような答えを出すのか下すのかっていうのは、あなたの心、あなたの見るもの、視野に入っているもの、判断材料っていうものがあるので、その中から手繰り寄せて判断していってください。っていうムーンのカードも入ってます。あと12月ですね。ここにワンドの7番が入っています。これはやりがいを表すカードです。あなたの心に水を与え続けて、草花、お花を育んでいってくださいっていうカードですね。諦めることなく、不安に思うことなく、不安な気持ちに押しつぶされることなく、自分の心に栄養、愛情を与え続けてくださいっていうカードが12月入ってるので、だからここは応援してくれていますね。静かに物事を見ながら自分の気持ち保ち続けていられるように落ち着いて対処していってくださいねっていうことが出てきています。ここで起きることっていうのは思った以上に悪いことにならないかもしれないし、考えすぎ、心配しすぎなところあるよっていうのが出てきてるので、ちゃんと現実見ると見えてくるものがあるのかもしれません。そのような流れになってきています。真ん中のカードはアドバイスカードです。カップのエースですね。創造性を表すカードです。この羽ペンを使えば、あなたの想像通りの言葉を描くことができます。思った通り、思い浮かんだ通りの言葉を、実現化することができます。文字として書き起こすことができる魔法の羽ペンですよってことを表していますね。頭でイメージしていること、思い描いていることを、文字にしていきましょう。もう具体的にね、文字っていうのが出ているので、日記をつけたりとか、悩んだ時ほど文字に起こしていくことかね、殴り書きでもいいので、その時思った感情をわーって書いていくと、割と整理されるところがあるので、やってみてください。文字起こしですね。そして自分のお気持ちをね、大切にされてくださいっていうのが出てきていました。では、アドバイスカードです。アドバイスカードは、陰のカード、そしてカバンサイト、たくさんの幸せに囲まれている。ラッキーナンバーは3番です。コア、確信、あなたの心の核となるものというふうに捉えてもいいかもしれないですね。一方ではね、三角関係っていうのも入ってるので、そうですね、それが当てはまる方もいるかもしれないんですが、そうじゃないよっていう方はいつもね、自分の心をぶれないように自分の核っていうところを見つめてくださいっていうのが出てきていました。ナンバーは3番なので、同じ3番ですよね。全体運と同じ3っていうのが強いので、3意識してください。そしてこちらの猫ちゃんのカードは、感謝を表しています。感謝の気持ちを持って優しく柔らかくね、いてくださいねって、育んでください。自分の心、そうですよ。自分自身を愛する気持ちもそうだし、好きなお相手に対しても、優しく愛情を込めて育んでいきましょうっていうのが出てきていました。で、陰のカードっていうのは女性性を表すカードなので、あなたが受け取る、どちらかというとね、受け取るっていうのを表しているカードです。自分から働きかけたり動いたりするのではなくて、今与えられているものを大切に胸に留めて、それを自分の心の核として大切に今持ち続けていきましょうっていうカードですね。そのように伝わります。そしてあとはローズクォーツのカードが出てきていました。無条件の愛、魅力を引き出す優しい愛の波動と出てきています。これは、牡牛座が入っています。牡牛座さんが、キーパーソンとして入ってくるかもしれません。チャクラはシンプルに第4チャクラですね。ハートチャクラです。それは先ほどもお伝えした通りハートですね。そして愛と美と調和を表すカードです。愛情をもたらし、自分への愛を与え、愛を引き寄せる。ストレスや緊張を和らげ、優しい波動で慈愛を育み、精神の安定や良い睡眠、美しい夢。
こちらを描いてくれるカードです。ぜひお守りにしてください。ローズクォーツ、愛情を注いでいくカードですね。また、牡牛座や金星っていうのは五感を表すカード、司る星座、惑星ですね、金星は。なので、エンプレスも出てきていましたからね、全体運で。あなたが、愛と美しさに人一倍こだわっていたり、素晴らしいことですよ。自分のセンスを生かしている方かもしれないので、とてもね、個性豊かな方、センスの良い方、洗練されている方っていうのが伝わってくるので、ご自身の魅力をもっとね、生かしていくといいんじゃないかなっていうのも出てきていますし、または魅力が自然と開花されていくんじゃないかなっていうのもあります。複数の方から愛される可能性もありますからね。はい。そしてあとはこちらのカードですね。ラッキーカラー少し分かりづらい2色ありますね。グレージュのような色と鮮やかなブルーです。どちらを取り入れてもいいです。恋愛のラッキーカラーとしてお受け取りください。カバンサイト。こちらはあなたがすでにたくさんの幸せに囲まれていることを伝えています。幸せを感じられないときは足りないものに目を向けすぎているのかもしれません。周りを見渡して幸せの種を探してみてください。学校や職場の方、家族や友人など身近な人に感謝できることを探してみるのも良いでしょう。幸せを見つけ、感じ、表現する力は雪だるまのように大きくなり、あなたにさらなる幸せをもたらします。一つ二つと幸せを見つけ、表現するたび、あなたの幸福度が高まっていきます。幸せな人はますます幸せに、そうじゃないと思っている人も少しずつ幸福感が感じられるようになっていきます。はい、こちらのメッセージもお受け取りください。そうですね、そして、方角お伝えしていなかったと思います。方角をお伝えしていきましょう。吉と言われている方角。まず気をつけたい方角はここですよね。ここは南西です。南西だけは避けていきましょう。そうですね。この恋愛で、吉の方角を、ここかな、北東が吉だと思います。もしその2人の異性とか複数の異性から、好きだよって言われてもいないし、自分も好きな人が複数いるとか迷っていないっていう方だとしたら、でも今の現時点と未来っていうのはね、また違う、いきなり急激に出会いがやってくる可能性もあるので、ただ今の現時点でね、私はこの人しかいませんとかねっていう方だとしたら、そうですね、東もいいと思います。はい。出会いで見てる方は東、西もいいですし、ここが共通して北東ですね。北東がいいっていうのが出ていていますし、ここも同じく共通して、南西は注意っていうのが出てきていました。そしてお選びいただいたオラクルカードから全体的なアドバイスをもらっていきましょう。こちらはポジティブですね。ポジティブな言葉を発していきましょう。この人口から蝶々、お花、ハートっていうのが出てきていますよね。はい。ブレス、息かもしれないけど言葉だと思うんですよね。爽やかな言葉、爽やかな息を発していきましょう。そのネガティブよりもポジティブな言葉を発していってくださいねっていうのが出てきています。ごめんねじゃなくてありがとうとかね、そのような言葉に置き換えていくといいんじゃないかなと思いました。今回は来年2024年大きな出来事はありますかというのをテーマに全体と恋愛に分けて見ていきました。それぞれお受け取りいただけるところがあればお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。